チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは、カラスマ100です。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。来ていただいてありがとうございます。本日はですね、どうなってるのこの島はっていうことでうるせえよって感じなんですが、あまりにひどい犯罪とか政治が横行しているので、ちょっとそういった話についてフリートークしたいと思います。ということで、時事雑談と異なり特に話す予定は決めてませんので、ですね、何か言いたいことある方はぜひコメントしてください。あと、高市首相本人やその支持者に対する差別などは禁止です。チャットルールにもですね、罵倒や差別等はですね、相手が誰であろうと禁止となってますので、よろしくお願いいたします。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはございませんので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆様お集まりいただきありがとうございます。音花風花さん、生姜さん、ペタさん、ミニラトルさん、無欲さん、アンナエさん、コカラスです。スタートから配信来れたの初めてです。ということでありがとうございます。いつも来ていただいてありがとうございます。
昔は素朴な気持ちで警察24時見てたなという。いや、そうなんすよね。だから私もね、素朴だった時代にはね、警察24時ね、特に悪いこともないく、警察の人たち頑張ってるなっていう気持ちで見てたんですけども、なんか、茨城県警とかね、ああいう人たちの実態を知ってしまったら、もう全然素朴な気持ちでは見れないですね。お前らが犯罪者じゃいっていうね、そういうちょっとアイロニカルな、決して警察を肯定しているわけではなく、警察に対して否定的な感情を、表しているサムネでございました。はい。ということでですね、まあ最初にちょっとまあ関係ないというか宣伝なんですけど、ノート更新しました。投稿では、お見せしましたが、ちょっと遅れてしまってね、本当は昨日おとつい更新するつもりだったんだけど、まあ遅れに遅れてね、なんか1日2回ノートを更新する羽目になっちゃったんですけど、先行のハサウェイ・キル系の魔女は古いジェンダー規範に呪われているということで、まあ大人気のですね、ガンダムの映画見てきましたので、よかったらですね、見てきたという方はネタバレレビューになっているので見てみてください。私はですね、まあ作品としてはすごい面白かったんだけど、まあ左翼的にいろいろ問題があったので、そのことについていろいろツッコミを入れております。はい。あとですね、茨城県のまあこれから話しますけど、不法終了密告制度の廃止を求める署名、まだ1277通しか集まってません。ぜひとも皆さん署名のご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。サムネはね、古い画像なんで、2019か2016になってましたと思います。申し訳ございません。本当は2026に改造したかったんだけど、ちょっと時間なかった。後で改造しておきますね。はい。ナミさん、こっからです。県警が組織暴力団っていうですね。いや、本当なんだよね。茨城県警が暴力団じゃんっていう、暴力集団やんっていう話なんですけど、はい。青バースンさん、こっからです。来ていただいてありがとうございます。まあ、ということでね、ちょっと前回時事雑談の、火曜日やったんですけど、その後にね、知ってね、ちょっとすごいびっくりしたことがいろいろあったので、まあちょっとそれについてですね、語ろうと思うんですが、なのでですね、1日2回ちょっとノートを更新する羽目になっちゃったんですけど、さっきノートを更新しました。茨城県及び茨城県警に対する差別扇動への抗議のリンク集ということで、ですね、まあ、茨城県警の公式アカウントが火曜日に以下のような投稿を行ったんです。不法滞在外国人を摘発した一場面、県内某所気温-6度、県警と東京入管による現場付近での最終打ち合わせ、着手前の緊張か凍てつく寒さのためか捜査員の顔がこわばる。県警と東京入出国在留管理局通称入管は日本人外国人が共に住みやすい社会を目指してまいります。不法就労防止という、このアイスっていうですね、もうどう見ても日本版アイスとしか言いようのないこのまあコメントがですね、各所に衝撃を与えまして、私もね絶対これ知ってたら前回の雑談で取り上げたんだけど、はいまあ外国人イコール犯罪者っていうイメージをもろに助長するね、差別扇動そのものの内容ですね。はい。まあちょっとですね、まあ全然かっこよくないですよね。だからなんか警察24時みたいなノリできっと投稿したんだと思いますけど、絶対かっこよくないので本当撤回してほしいと思います。はい。ねぶたさん、こっからです。来ていただいてありがとうございます。パレスチナの話をしましたが、一応に皆無関心だった様子で、アラブ諸国からは割安で石油を買えるとかじゃないんだったら、パレスチナにもイスラエルにも肩入れしなくなきゃよくないという。なるほどね。まあでもそんなものでしょうね。悲しいですけどね。まあ私もパレスチナ問題に関心のある大学生の方々と結構交流があるので、そういった方々はね、もちろん全部知ってて反対運動とかしてくれているんですけれども、まあやっぱりね、そもそもパレスチナとイスラエルがどういう状態か知らない人がほとんどだと思うのでですね、まあそれは本当啓発するしかないですね。はい。ということでですね、まあただまあイスラエルも似たようなことやってるんですけれども、このようにですね、まあ不法外国人を取り締まるみたいなことを言ってんのが、まあ、茨城県の大井川知事でございます。摘発企業で報奨金1万円を渡すと、不法就労外国人が最多の茨城で対策、差別や人権侵害の懸念はということで、だからまあ高市さんへの報道でもずっと思ってるけど、懸念はじゃなくてあなた方が批判しなさいよっていう感じのテレビ朝日の報道なんすけど、まあなんか
何が言いたいのって懸念があるに決まってるでしょう。茨城県は不法就労の外国人に対する情報を市民から募り摘発などにつながった場合に報奨金を支払う通報報奨金制度を創設すると発表しました。まあこれ自体はね以前から発表されていて反対していた人が私含めたくさんいたんですけれども、今まで以上に抜本的な対策を取らなきゃいけないということで報奨金を出すみたいなことを言い出しました。おととし不法就労と認定された外国人1万4000人余りのうち茨城県で働いていたのは3452人、都道府県別では3年連続で最多となってます。3年連続最多なのは事実なんですけれども、住民の中には外国人に対するフラストレーションが大きくなっているなどとの事実もあることからルール違反に対して厳しく対処していくうんぬんかんぬんということで、パワハラ容疑でも有名な大井川知事が突然、参政党もびっくりのスーパー排外主義に乗り出したという事案でございます。伊沢さん、コンカラスです。差別であり人権侵害であるぐらいのこと言ってほしいですよね。本当にね。本当ですよ。なんで言わないのっていう。いや報奨金自体は税金の無駄遣いだし、最近ね、ちゃんと斉藤元彦さんを批判してくれている神戸新聞なんですけど、こちらはちゃんとね、差別助長の懸念って書いてくれてますね、一応。はい。茨城県は2026年度から不法就労する外国人に対する情報を募り、県警の摘発につながった場合に謝礼を支払う通報報奨金制度を始めるが、識者からは差別や偏見を助長し、監視を奨励する恐れがあるとの批判がありますと。で、要はね、茨城県って農業王国なんで、多くが農業従事者の、もともと技能実習生として働いてた方々ですね。でもあまりにも待遇が悪いので、逃亡したりしたわけですよ。で、そういう人たちが、ビザ切れで、不法就労って不法就労じゃなくて、ビザが切れて、だから逃げ出してしまった人なんでしょっていう話なんですけど、だから困難を抱えた人を、犯罪者呼ばわりしてるって、それだけでも、重大な問題だと思うんですけど、であろうことか入管にね逮捕させようとして通報させましょうみたいなことを言っているんですよね。で通報すればお金になるという誤ったメッセージになりかねないというですね、そりゃ神戸新聞でもそれぐらい書くわなというはい感じなんですけど、斉藤元彦さんへの批判がね結構途中まで腰が引けてた神戸新聞でもそれぐらいのことは言わなきゃダメだよねという感じですね。はい。ですね。もちろん偽情報を送った場合普通に偽計業務妨害になるし虚偽告訴にもなるし、だからそういうリスクをね勝手に人々に背負わせてるんですよ。はい。でフラストレーション溜まってる認識があるなら虚偽通報を決まるに決まってますよね。はい。だからレトウヨみたいなことをしてるね知事とかねたくさんもちろんいるし、参政党系の人が知事になっちゃったりこの前もしましたけれども、それにしてもひどいですよね。何考えてるんだっていう。で、よくネット右翼の人からなんか左翼とか言われてる、埼玉県の、ですね、大野知事なんですけど、この方ね、いろいろ表現規制の話とかで、知ってる方もいると思うんですけど、もともと同保守で、規律は極めて厳しく守らなきゃいけないみたいな信念の人なんで、全く左翼じゃないですよ。ていうか、ブルーバッジつけてるでしょ。ゴリゴリ保守ですからね。で、ゴリゴリ保守の大野さんなんですが、ですね、クルドの方々の問題等のこと聞かれたところ、25年からですね、要請417件まで刑法犯認知件数が減っていて、在留外国人が約4倍に増加しているにもかかわらず、うちの治安は良化しているぞと。別に埼玉県でね、そんな犯罪が溢れてるみたいな事案はないと。いうことでですね、真っ向から否定するという。だからそれをもっとね、大井川さんにも言ってやってよっていう感じなんですけど、不当な差別的言動は地域社会に分断を招きかねないので徹底して排除すべしというですね。はい。でもこういう、やっぱり まともなやっぱ保守的な感覚の人がね、あんまり知事にもうなれなくなってしまったっていうのが日本の今の問題なのかなと思いますね。はい。本当なんでもです。オロさを左翼呼ばわりしてたらね、だいたい石橋家だってそれ左翼になるわっていう感じですよ。あんまり変わんないからね。茨城に今後住む予定があるので本当に気持ち悪いです。茨城は同税パートナーシップが始まった当初は市役で細々と取り入れる自治体が現れる中、初めて県単位でパートナーシップ制度を作った県で、なるほど、そうですね。そこはね、先進的だったんですよ。
そうでもね、このドワンゴのね、元取締役の人がね、知事になったところでね、なんかおかしくなってね。ね、まあこの人文春とかにも報じられてるけど、パワハラ疑惑とかもいろいろあるんですよね。でも再選されちゃったので、まあしばらくは居座ると思います。はい。そう。だからそうですね、技能実習生がね、だからもう労働基準法を完全に無視したね、それこそ奴隷労働と言われるようなひどい待遇で働かされてきたわけなんですよ。だからね、その待遇を改善しない限りはずっとこういう事案が起き続けるんだから、茨城県がまず真っ先に取り組むべきは、まあ今ね、制度変わりましたけれども、そうしたね、不当なね、労働に従事する人たちを少しでも減らすことでしょう。はい。だからね、高市は極左って言ってるじゃない。どの立ち位置から言ってんだ。まあなんか参政党もね、なんか反高市みたいなこと言い出してね、そろそろやばいんじゃないかという雰囲気になってきてますね。はい。まあメディアはね、なんか埼玉県をね、叩けばね、なんかメディア、あれがビューが稼げるからだろうか、よく大野さん叩かれてますけれども、この人がね、左翼だなんてとんでもないですよ。そう。で、技能実習制度改悪したのは安倍晋三ですからね。はい。で、まあ、私のノートに書いてるんですけど、茨城県警の公式お問い合わせページにメールを送りました。茨城県警警察ご中、突然の、ご連絡失礼いたします。基礎式の X アカウントに掲載された不法滞在うんたらという投稿について強く抗議いたします。違法行為の取り締まりそのものを告知する範囲を超えて、外国人一般と不法滞在、不法就労を強く結びつける印象を与える内容になっています。とりわけ見出しでまず外国人を摘発と打ち出し、その後に日本人、外国人が共に住みやすい社会を目指すと尽くす構成は結果として外国人いっぱいの猜疑心、警戒心、排外感情を煽りかねませんので、やめなさいという、まあ、内容を送りました。まあ、あんまり当たり障りのない内容なんですけれども、未だに返事は来ておりません。で、パブリックコメントも募集してまして、まあ、児玉光一弁護士、ずっと入管法に反対している方ですけど、通報制度が明らかに外国人労働者を不安がらせる事態にいたり、差別を助長することは少しでも想像力を働かせればわかることでしょうと。記事によると、情報をもとに県の担当者が調査し、不法就労が確認された場合は県警に連絡するという手はずになってますが、報奨金が出るということになれば、おそらくは憶測に基づくものがほとんどの情報が多数寄せられることが懸念されます。先ほど言ったような虚偽通報の問題ですよね。で、県庁職員はその一つ一つを精査して、これはというものがあれば、現場に行ったりしないといけないんでしょうか。県の担当者はどうやって情報精度を判断し調査するんでしょうか。いちいち現場に行って在留カードの提示を求めるんでしょうか。パンクするんじゃないでしょうか。入管法にも通報により退去強制令書が発布された場合に報奨金を支払う制度がすでにありますが、21年から25年の実績はゼロです。つまり報奨金による通報奨励が労を多くして益が少ない制度であることはすでに実証されていますということで、これ私もよく知らなかったんですけど、なんとね、入管はね、昔からこういうことやってるらしいんですよ。まあ入管だからやってるだろうなって感じなんですけど、でも入管の実績がゼロなんですよ。つまりこれで強制送還された人いないってことなんですよね。意味ないやんって。いやまあみんなね、入管のこと嫌いだし、あまり知られてないから、まともな通報が来ないんだと思いますけれども、まあ無駄な行為だから行政的にも完全に無駄だし、犯罪とかそれこそ虚偽通報になってね、逆にね、とっ捕まったりする危険性も高いから、リスクしかないんで、全くやめた方がいいと思います。はい。はがっちさん、こんからすです。いや、でもこんなことでほんと増税させられたらたまったもんじゃないですよね。こんな制度に金払いたくないんだけどって感じですよね。はい。そう、非正規滞在って表現すべきなんですよね。ビザがないだけですからね。それ犯罪じゃないですから。ちゃんと難民を認めてる国だったら、クルド人の人たちって難民認定率 60% とか超えてるんですよ。カナダで 80% だったかな。だって母国で弾圧されてるんですよ。ロヒンギャの人たちとかと同じじゃないですか。で、母国に帰ったらね、死にまではしないまでもね、暴力振るわれたりする危険があるっていうことが客観的に明らかになってて、トルコは独裁者が支配している国に残念ながらなってしまってるんで、だから客観的にね、危険な祖国に帰らせられないっていうことが明らかになっているのに、なんか日本はね、無理やり帰らせてね済ませようとしてるっていう、なんかそれ自体OECD 諸国として正直ありえない対応をしてるんですけどね、それを正当化したいがあまり、結局ね、トランプみたいなことをやってるわけですよね。うん。
そうですね。やっぱり技能実習制度が奴隷労働みたいになってしまってたからね。それもね、やっぱりその、排外主義をブーストするね、ゆえんになってしまいましたよね。まあ、外国籍の人がかわいそうだからね、来ないでほしいっていう、まあ、リベラル派左翼にもやっぱそういう人多いと思うし、令和新選組さん一時そういうこと言ってたと思うんですけど、まあ、それはそれで排外主義なんだよな。来るのは自由ですからね、本来。だから本来は来るのは自由で、その、日本側がどういった対応を、その、ちゃんと人権を守って対応するっていう、差別をしないで対応するっていうのが大切なことなんで、はい。そうなんですよね。うん、すでにあったとあってね。いや、でも本当ね、茨城県っていう、やっぱり地域というか、自治体からこういう制度出るの本当にまずいですよ。なので、ぜひとも警察にもですね、報告してください。相手警察だけど、はい。リンクに示してますので、よかったら確認してください。だから、高市さんがやっぱりその排外主義的なこと言うのももちろんまずいですけども、まあ私みたいな左翼はね、反体制だっつって、まあ首相の言ってることは間違ってるとか言えるじゃないですか。でもやっぱり地元のね、こういう知事が、大井川さんだけど、今回の場合。だからその地元人気を盾にそういうこと言うと、なんか茨城ではこれが当たり前なんですよみたいなことになってしまいかねないんで、だから住んでる人たちに直接やっぱり害を及ぼす危険性高いですよね。はい。で国が主導下手するよりも下手すれば危険性が高いと思うので、本当やめさせるべきだと思います。浅瀬戸バスターズさん、アブソリュートさん、コンカラスです。宮城はね、その安住さんは助からなかったけど、はい、知事はなんとかなりましたよね。いじめ被害者に転校したらって言い放つのと変わんないですよね。いや、本当ですよね。だからハラッサーって言われるんでしょって。いや、ハラスメント疑惑はなんかね、続報がないんで、この人、本当にやってるかどうかわかんないんだけど、でもなんかいかにもな、本当発想だなっていう。賛成党やんっていう。ですね。正直ここまでなんか排外的なこと言う人だと思ってなかったし、別に思想的にはそんなにね、極右ではないと思ってたので、ちょっとびっくりしましたね。いや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 、みたいな。はい。だからね、ほんと差別主義者ですよね、ただの。人間にはそう移動の自由がありますからね。まあそうですね。クルドの方々自身ももう諦めてなんかね、危険を冒してトルコに帰ろうとか、カナダとかニュージーランドに逃げ出そうとしてる人が結構いるみたいなんで、はい。まあね、もともと3000人ぐらいしかいらっしゃいませんからね、それがなんか社会の脅威みたいに言われてんのがおかしいんですよ。はい。キャミーさんこんばんは。とりあえず言われるのは犯罪検挙にノルマなんて貸したら冤罪が増えるということです。ということで、ぜひともですね、ありがとうございます。いつも、体調ご気をつけてください。今ね、本当ね、まだまだ寒かっただったり、暑くだったりしてるので、皆さんも体調をぜひお気をつけてください。はい。そう。だからね、まあやっぱ大野さんみたいなね、保守がどんどん減ってるんですよね。割と話の通じるタイプの保守派の人って昔はたくさんいたと思うんだけど、絶滅危惧種になりつつあって、大体ネトウヨと極右にしかいないという、大体ネトウヨと極右ってあんま変わんないですからね。ポピュリストよりか、まあ、そうじゃなくて、本当にゴリゴリのああいう参政党みたいな極右かっていう、だから維新と参政党みたいな感じで、まあこの人はどっちかっていうと維新っぽいですよね。だからポピュリズム的にこういう排外主義とか流行ってんでしょみたいな多分ノリじゃないかと思うんですけど、流行ってるからといって差別をしないでください。はい。3000人で1億人を支配とかどんだけ超優秀民族なのかね。いや実際ね、彼らすごく勉強されてるのでね、優秀な方多いですけどね、それはそれなんですけど、はい。三重県が県職員から外国人を排除する方針を打ち出すのも忘れないように。あ、そうですね。そう。だからなんか本当ね、地方からそういうことやるのやめてほしいですよね。はい。まともな保守がいるがもうなんかだいぶ幻想になりつつある。悲しい。はい。いや、国民民主党はね、ほんと道を間違えましたよね。なんかただの維新じゃないですか。ジェネリック維新になっちゃったでしょ。まあ、玉木さんが全て悪いと私は思ってるけど、ジェネリック維新はいらないので、はい。もうちょっとなんかね、まともな政党になってほしかったし、それだったら中道とね、連合できたと思うんですけどね。はい。
そうですね。だから何でも曲っぽいこと言えばね、なんか人気を集められるみたいなの、本当に終わらせてほしいですよね、そういう時代を。まあ、参政党ブームはね、いい加減終わったと思いますけども、だから全然やまないですよね。25年、25年の去年のですね、12月25日に三重県知事は、定例記者会見で秘匿性の高い情報流出を防ぐため、早ければ来年度から県職員の国籍要件を復活させる方法で検討を進めると表明いたしました。まあ、これはね、県職員からの採用からですね、外国籍の方を追い出すというですね、ことを言ってるわけなんですけど、こんなやつばっかりかって感じですね。はい。なので、三重県職員の国籍要件にも反対します。ギャンブル石器サコカラスです。衛星政党と支配政党しかいない国会。そうですね。だからそう、外国籍の人たちをやっぱりね、やはり在日コリアンの人たちに対するひどい扱いから全てが始まってると、まあ、戦後史的にはね、私は思ってるんですけど、吉田茂さんのね、本当に語録とか見るとひどいですからね、マジで人間だと思ってないんで、だからね、日本保守の父みたいなこと言われてる人でもそのレベルだから、まあね、やっぱりその当時の在日コリアンの人たちに対する国籍剥奪とかのひどい扱いがずっとその日本のいわゆる外国人政策なるものがあるならですけどの底流に入ってると言われてますよね。まあレイシズムですよね。そう、参政党ブームが去ってもね、排外主義の潮流は全然消えてないですもんね。はい。国民民は党幹部のミソジニはきつい。まあ政治的極経済面新自由主義っていうのがまさに高市政権ですよね。そもそも県庁が人材不足で苦しんでいることを知らないのだろうかっていう。はい。いうことで、モデレーターの方ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね。まあ、ただ茨城県はですね、どうなんだろう、来月3月25日までパブリックコメントは募集してるので、まあよかったら皆さんガンガン問い合わせ、パブコメ送ってください。まあ変わるかどうかわからないですけど、国よりはまあ動かしやすい相手だとは思うので、まあ私もね、北海道在住だけど普通に送りました。25日まで同制度の意見公募が行われております。なので、この方ですね、各種リンクをまとめてくれてるんですけど、不法滞在ゼロっていうのはね、まあもちろん外国人排除で済まない問題だし、排外主義そのものがですね、問題でございますので、はい。ね、静岡県のね、知事とかはね、反対表明してくれたりとか、やっぱりね、知事間でもかなり意見が割れてるっぽいので、まあ三重県知事とかね、大井川さんみたいな人を押さないことが、重要じゃないかと思います。はい。っていうことですかね。そう、だからね、保守派じゃなくて、右翼革新派なんですよね。右から社会を変えようとしてる人たちですからね。はい。まあそうですね。イギリスもそうだけど、やっぱ島国の保守性みたいなのはあると思いますね。ただ、イギリス保守党って今ね、黒人の方がね、党首ですからね、やっぱり日本ってそれに比べるとね、数段階遅れてはいますよね。対応してくれるか分かりませんが、行動は大事なことですね。はい。で、最後ちょっと本家アイスの話をしておきたいんですが、まあ相変わらずひどいですみたいですね。ロヒンギャ難民の方を殺害したとも言われてます。で、まあアイスなんですけど、そもそもね、この人たちギャングなんで、まあ悪口として左翼からそう言われてるっていうだけじゃなくて、身元が確認できない結構新規採用者がいるっていうことが問題になってるみたいです。採用以前の不祥事に関する苦情に対処する手続きを進めていると。アイスの急速な人員拡大に対する懸念を浮き彫りにしており、ロイターが入手したアイスの執行対共作戦部門の監督者に送られた電子メールには、新規採用者の数が多すぎて身元調査が停滞しているため、アイス入局以前の行為に関する苦情が立ち上がった場合、現場事務所で混乱が生じる可能性があるとされておりっていうですね、なんかすごい持って回った言い方をしてるんですけど、要するにもともと犯罪者とかネオナチとか、まあそういうね、思想の人たちを雇い入れてんじゃないかという、疑惑が出てます。
だからまあアイス職員をね、もちろん大量の移民の人たちを追い出そうとしているので、トランプ政権は、まあアイス職員をね大量に雇い入れたんですけれども、だからろくな調査もしないでそういうね、移民排斥とかのね思想に共感する人たちを雇っちゃったもんだから、それはねネオナチとか白人至上主義者がねたくさん入ってて、全然不自然ではないですよね。まあだからやっぱああいう殺人とか暴行とかの事件が絶えないんじゃないかなと思うんですけど、まあ日本も本当そうならないようにね、警察の採用にはくれぐれも今でさえやっぱり差別的な対処してるわけですから、くれぐれも慎重にならなきゃいけないし、通報制度なんてもってのほかじゃないかと思いますね。はい。ですね。これ事実上の内戦だろ。怖すぎる、身元不明だとっていうね。そもそもね、だからギャングなんですよ。警察が警察じゃなくて犯罪者が警察をやっているっていうですね、恐ろしいっていう、まあ日本はそこまで落ちてない気がするけど、まあでも近い状況になってますよね。だから犯罪者がなんかその政治家をやってたり、まあヘズマリュウが市議会議員みたいなね、感じになってるじゃないですか。だからいつそうなってもおかしくないですよね。はい。ですね、非正規滞在者全員に滞在許可出せば外国人問題は解決します。あ、その通りですよ。児玉光一先生もね、おっしゃってますが、基本的にね、移民問題っていうのはまあ存在しないんですよ。だから移民で、非正規滞在と言われてるね、不法だって言ってる、言われてる人たちがいますけれども、まあそういう人たちがね、なんだっけ、そういう人たちを全員認めてしまえばね、そりゃ全員ね、みんな正規移民になるんで、問題解決なんですよ。はい。いやでも真面目に本当それを考えるべきですよ。だからいかに非正規の人たち、待遇の人たちを正規職員に、正規移民にするかっていうことですよね。はい。だから、そういうことをしないと、いつまで経ってもね、問題みたいな感じで起こり続けるんで、まあ全員正規かもしくは資格外活動の、許可をするっていうようなことですね。はい。うんうん。そうですね。もちろん入管はもちろんそういう組織だからね、彼らは彼らのね、仕事をしてるんだっていうふうに主張しますが、でもそもそも暴行とかやっぱ必要のない暴力みたいなのが、生まれる背景にはそういうアイスと同じで、レイシズムとかね、差別の問題がありますよね。はい。ね沖縄ヘイトの大阪の機動隊員いた。そうですね、いましたね。沖縄の県民の人に対して非常に差別的なね、あれも琉球差別ですからね、やっぱり人種差別ですよね。はい。警察は体質そのものにやっぱ問題がありますよね。まあそれはね日本に限った話じゃないし、もちろんねアメリカが一番ひどいんですけど、だからといってなんかアメリカにそういうひどい部分を習うっていうのはよくわからないですね。なんでアメリカにそこまで習うんだよっていう。だからなんていうのかな、もうちょっとアメリカのいいところだけ勉強してほしいんですけど、そういうわけじゃないんだよなっていう。はい。ということでですね。すいません。ちなみに、保守党党首のベーテノック氏なんですけど、ナイジェリアルーツの人なんですよね。はい。もちろんね、彼女ね、すごい、保守党のね、リーダーになったんでね、これ、すごい人なんですけどね、反 LGBTQ なので、はい、私としてはもちろん全く肯定できないのですが、まあ、ただね、自民党のね、総裁にね、黒人党首の人がなったって考えるとね、やっぱりイギリスはすごいなという気はします。はい。治安悪化っていうのはね、やっぱり一面的な見方ですよ。よくあるのが、移民の人がで増加すると犯罪率が増えるとかそういうことが言われますけど、もちろんね、全部が全部増えないとかそういうわけではないけど、大体は貧困プラス、その若年層の男性が、多くね、労働者として、大量に流入してくることから来る問題ですね。シスジェンダーのね、ヘテロセクシャルの男性がやっぱ一番犯罪率高いのでね、それは正直、男性の問題として考えるべきじゃないかと思いますけど、はい。ですね。なので、人種とかはやっぱ関係ないみたいですね。
うん。で、そう、実際90年代にはね、日本って滞在許可大量に出してて、その時にイラン人であったりとか、トルコ系の方々、まあ特にクルド系の方々もそうですけれども、がいらっしゃったんですよね。はい。だからそれは日本が政策変えただけなんですよね。はい。だからね、そう、日本はね、アメリカみたいにね、銃社会でないし、まあ、福祉もそれなりにあるっていう、そこはすごくいいところなんだから、だからね、そういったものを生かしてですね、あんまり本当警察社会みたいにこれ以上しないでほしいですね。はい。ということで、日本版アイスこと茨城県警の話でございました。皆さん、で、次ちょっと胸クソ案件の、小学館の話しなきゃいけないかなとも思いつつ、でもどうしようかなとも思いつつ、一応用意はしてきてるんですけど、の話するか、高市政権の話するか、よかったらコメントください。どっちか先にしようと思います。OBS さん、このカラスです。来ていただいてありがとうございます。ちょっとお水飲ませてください。はい、ということでですね、はい、皆さんありがとうございます。同様の理由で男性の危機を煽る排外主義者を見ると自分の属性の犯罪率をまず見つめ直せということで、まあ男性、ね、に特有というか多い犯罪といえばやっぱ性犯罪なんですけど、すいません、閲覧注意でございます。ちょっとひどい事件が明らかになりました。教え子にお仕置きと称する性行為を行っていたということで、元高校教諭の男性に1100万円の賠償命令がこれ札幌なんですよね。だから未だに犯人札幌に住んでんじゃないかっていう話なんですけど、まあちょっと内容はね、ひどい胸クソが悪い内容なので詳述しませんが、まあうちの北海道にある私立高校の講師をしていた50代の男から、グルーミングと、まあ、性的虐待暴行を受けていたということで、その男の方がですね、まあ逮捕はされてないんです。民事なんで逮捕はされてないんですけれども、1100万円の賠償命令が下ったという事件が先日20日に、公表されました。で、これだけだったらね、まあ非常に胸クソの悪い最悪の事件なんですけど、その内容が内容なので、ちょっとここでは詳述しませんが、最悪な事件だなーで、まあ終わってた話だし、グルーミングの何がいけないかについては、私じゃなくて音花風花さんという方がなんですが、コラボ配信でですね、グルーミングってなんだという、配信をしてますので、よかったらそちらを見てください。まあただ、社会を今震撼させているのは、まずツイッターにですね、詳細不明なこういった情報がまあ投稿されたんですね。はい。元漫画1の作家山本翔一、本名云々による悪質な性犯罪と逮捕を隠蔽し、奴に漫画家活動を継続させた編集者成田拓也と和田弘樹についてということで、なんと小学館の漫画アプリである漫画1にですね、その性犯罪者が連載を持っていて、まあしかもそのことを隠蔽して、担当者がですね漫画を描かせ続けていたという嘘でしょっていう話なんですけど、まあ残念ながら事実でした。はい。いやー、信じられないっすね本当に。で、これ、江野さんっていうですね、漫画1で連載中の漫画家さんがなんかほとんど自分のまあ、もう首をかけて書いてると思うんですけど、まあ、詳細を知りたい方は、ぜひ読んでください。彼女が書いてることは事実です。はい。グルーミングにも該当する事件ですので、何それって思われた方はぜひアーカイブご覧ください。ちなみにですね、この犯人なんですが、まあ、おぞましい話なんですけども、以前はまあ、法律がね、改正されて最近、その不同意性交罪が、まあ、厳しくなったのが、まあ、中井正宏事件の、彼もギリギリ
セーフって言い方おかしいけどごめんなさい。彼もね、ギリギリ該当しなかったんですけど、彼の後なんで、それ以前はですね、児童ポルノ所持罪でしか認められなくて、2020年に逮捕されてるんですよ。で、その時に、最初のね、打点作戦っていう漫画なんですけれども、それが連載終了になってます。だから、その時点で、小学館が、まあ、当然犯罪者です、性犯罪者ですから、まあ、そういう残念な人物だったんだねと分かって首を切っていれば、こんなことにならなかったはずなんですけど、あろうことかですね、ペンネームを変えて連載を続けさせたんですよ。信じられない。グルじゃんっていうですね。まあ、これが、社会が震撼している理由でございます。そうです。現役高校教師を続けながら漫画家をやってたんですよ。だから確かに才能はあったんだと思います。漫画読んでないけど。読んでないし読む気ないけど。はい。非常に人気があったそうです。まあ大して売れてはなかったんだけど。で、まあ内容についてはね、あまりにひどいので、まあ、読んでください。で、先ほどね、刑事事件になってないのかっていうコメントあったんですけど、2020年2月に本人がですね、児童ポルノ法禁止法違反により罰金30万円の略式命令を受け逮捕されました。刑事裁判では犯罪の裏付けである物的証拠の有無が判決を左右しました。たとえ被告人が犯行を認めていても、時間が経過していた場合は、性犯罪、暴行罪、傷害罪などは当時特にね、法律がまだ改正されてなかったので、立証困難であり、有罪判決とはなりにくい状況がありました。で、犯行中に撮影した被害者の写真を本人が所持していたため、ポルノ法違反で有罪判決という風になりました。まあ、これだから犯罪の証拠写真だから、ポルノ法違反って罰金30万円で済むのっていう話なんですけど、まあ当然逮捕されたわけですね。はい。でもあまりにやっぱ刑が軽すぎますよね。そりゃ法律改正必要だわっていう、まあ、話なんですけどね。はい。なのでですね、まあ、しかも、そのこと直後にですね、刑事告訴が済んだからっていうことで休止していた打点作戦を連載再開してるんですよ。その時点でもうありえないんだけど、ね、被害者の方がさすがに見るに見かねて、いや、さすがにちょっとさって、漫画家はクビにしてくださいよっていうことで、まあ、漫画家はクビになって、その漫画1にて打点作戦という作品は、まあ、完全に排除されました。しかし、その後ですね、その2ヶ月後に、新作を原作者として連載開始していて、まあ別の名義を使ったんですね。で、しかも、コンビを組んでる漫画家さんにはその事実を知らせなかったという。で、2026年2月に、まあ今回の事実が明らかになるまで、約4年間にわたってですね、漫画家としてまた活動をしていたというですね。いやー、ちょっと私自分で読んでてもおぞましいし、ほんと信じられない内容なんだけど、だからこれ小学館がやばいですよね。性犯罪者だって知ってて連載持たせてたんですよ。ありえなさすぎる。まあ確かに小学館体質がひどいっていうね、話は出ていましたけれども、ほんと名探偵コナンとか全部版権引き上げなきゃいけないレベルの事件じゃないかと個人的には思います。はい。悲しみさん、コンカラスです。大手出版社が人権侵害に加担すると。いや、しかもコナンとかドラえもんの出版社ですからね。その辺の、ちっちゃい誰も知らない出版社じゃないですからね。信じられないっすよね。そりゃね、漫画自体はマイナーな作品でしたけど、被害者を救えないどころか新たな被害者を生み出し続けるのが現代社会の実情です。被害者が救われ、性犯罪加害者が正しく裁かれる社会にならなきゃいけないですね。はい。そうです。アクタージュっていうね、それ、ジャンプなんですけど、ジャンプでも、まあ似たような事件があったんですが、ジャンプの事件はね、よりも悪質だと言われてます。実際、ジャンプの事件は、それが発覚した時点で、集英社は、ちゃんと当たり前ですけど、首を切って、まあ、作画担当の方は無関係だったので、作画担当の方だけを、まあね、別の連載持ってくださいっていうことで、説得して、アクタージュを絶版にしてるので、はい、それがまあ普通の対応ですよね。だから小学館はね、隠してただけのみならず復活させたっていうところがね、極めて悪質だと思いますよね。はい。そうですね。刑事訴訟では立証困難とされたのが民事訴訟で勝つっていう、まあ伊藤詩織さんと同じパターンですよね。はい。マヨネフさん、コンカラスです。大椿ゆうこさんのイベント見てました。大椿さんですね。ありがとうございます。いやー、ちょっと、大丈夫なのかな、シャミトさん。ちょっと、大椿さんのことめっちゃ応援してるんですけれども、はい、頑張ってほしいと思います。
いやーでも本当ね、小学館の対応信じられないという話をちょっと今してたんですけど、で、弁護士 .com がですね、ついに、今日ですけれども、SNS でこうガンガン書かれてたこういう噂レベルだったんですよ。だから噂レベルだから私も食いつかなかったというか、さすがにこれ嘘だったらまずいだろって思って、万が一冤罪だったら困るので、まあ言及してなかったんですけど、今日ですね、漫画ワン編集部が常人仮面という作品をめぐり謝罪し、本来起用すべきでない人物を起用していた当たり前やがなっていう話なんですが、原作者は刑事罰を受けた打点作戦の執筆者と同一人物であることを認めたそうです。で、原作者として起用すべきではなかったし、何よりもですね、ご被害に遭われた方に心からお詫びを申し上げますみたいなことを言ってるんですけど、それだけってこのなんか普通になんかメモで書いたみたい、 iPhone のメモで書いたみたいな内容の謝罪文出して終わらせようとしてんですよ。で漫画版ではとかでもちろん配信は全部、切ってますし、謝罪もだからしてるんですけど、それで済む問題かこれっていう、なんか性犯罪者を隠してたんでしょっていう、ちょっとなんかやっぱり全く軽く考えてるなっていうちょっと印象ですね。まさきさん、こんカラスです。こんにちは、ワンダフルです。主演者はね、確かにね、トリコの人はね、捕まってね、一応罪を償ってますけどね、はい。そういったことを考えるとね、やっぱりその漫画業界自体の体質の問題の気はするんですけれども、でもな、ちょっとこれはね、訴訟を起こされてる人でかばってたので前代未聞ですよね。沖縄2区のことも話してくださいました。副党首辞任されたことはイベントで知りました。そうなんですね。ありがとうございます。はい。まゆちゃん、まゆちゅうさん、これからです。殺人だと思う。いやー、ほんとひどいですよね。はい。ヤフーニュースにも、載ってます。熊本日日新聞も取り上げてまして、被害者に口外しないように言っていたということで、しかもね、漫画版の編集者の関わり方がもう本当にひどくて、21年の5月に、加害者と、女性が和解を協議していた LINE のグループに加わったと。男性が示談金150万円を支払う代わりに口外しないなどの条件をめぐり公正証書の作成を提案したと。女性が納得せず和解は成立しなかった。しかし22年に原作者を務める新連載を始めたということで、いや、助ける気満々だったんやんというですね。だからこれ漫画1もだからその LINE グループに入っていました。公正証書を作成してもらうよう助言しましたと言ってるので、これ事実だと思うんですけど、信じられない内容っすよね。だって示談して、だから男性をこれ以上ですね、民事訴訟とか起こさせないようにしようとしてたんですよ。で、それに失敗したにもかかわらず、連載をさせようとしていたっていう。いや、どんだけかばおうとしてたのっていう話っすよね。だからなぜここまでその漫画家さんに入れ込んだのかはよくわからないんですけど、なんでしょうね。有害なそういうホモソーシャル的な関係があったのかもしれませんが、とにかく漫画1の編集部はですね、このことを隠蔽するためにいろいろ暗躍していたそうでございます。はい。性犯罪の扱い、ほんと軽く扱われてますよね。これほど重大な事件なのに、やっぱり当事者というか、その加害者側に全くその認知がないっていうのは恐ろしいと思いますね。いや、面白いから売れるからで犯罪を許し続ける社会が本当に嫌ですよね。はい。北谷沢家もそうですね。ひまわりでした。いや、150万円で許せるわけないですよね。冗談じゃないでしょ、これ。しかも値段も安すぎるしね。本当に極めて悪質だと思います。だから本当性犯罪者の漫画なんて誰も読みたくないんだから、だし、漫画家とね、切り離すとか無理なんだから、ですよね。で、ある意味、被害者って最大の被害者の一人でもあるんですけど、だから、犯人が素性を隠して連載してた作品の作画担当をしてた鶴吉さんという作家さんの方なんですけど、作品をだから完結したにもかかわらず即絶版にされちゃったんですよ。で、この前最後の単行本がですね出たばっかりで、だからこれからっていう時だったのにこんな目に遭ってしまったと。
まずは常人仮面を応援してくださった読者の皆様を応援していただいたにもかかわらず、このような事態となってしまったものを心よりお詫び申し上げますと。山本の件について私は事前に何も知らされておらず、今回報道や SNS を通じて初めて知りました。一度お会いしただけで、やり取りは全て担当の成田氏を通じて行っていました。名義変更での活動といっても何か事情のあるものと受け止め、深く踏み込むことはしておりませんでした。過去の件については全く存じ上げておりませんでしたということで、この方は嘘を言ってないと思います。成田がだから先ほどの LINE グループに入ってた本人なので、被害に遭われた方の心身の回復を守られることを心より願っております。また読者の皆様にご心配をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げますという。だから本来だったら小学館が社長名義で出さなきゃいけないことをこの一番ある意味被害者でもある方が言ってらっしゃるんですよ。おかしいだろね。もう本当におかしい、ありえないですね。だから作家さんはねめちゃめちゃブチ切れて、小学館との契約切るみたいなことを、結構動きが広がってるそうですが、当然だと思いますね。はい。鶴吉さんには頑張ってほしいと思います。はい。成功したオタクなんかちょっと私見てないんですけど触れられてましたね。韓国で、韓国でね上映された推しが性犯罪者になってしまうっていう話なんですよね。はい。そうですね。やっぱりだから性犯罪を消費してたみたいなことを言われるでしょうね。こういうことをやってると。はい。作画担当の人に責任を押し付けるなというですね。編集部というか、その成田っていうのが元凶みたいなもんなんですよ。担当編集者なんですけど、だからこの人が山本が性犯罪者であることを知っていたにもかかわらず、こうやってねなんとか連載を続けさせようとしたりとか、原作者にして別の連載を持たせたりとかしてたんですね。だからこの人にはやっぱり共犯だから何らかのやっぱりペナルティを与えないと誰も納得しないですよね。どうなるのか知りませんし、多分会社はクビになると思いますけど、はい。でもどうなんでしょうね。でも経済的利益のこと考えたらそんなに売れっ子作家じゃないから何を考えてたんだろうっていう感じはしますけどね。編集部的には表に出したくなかったんでしょうね。いやだから鶴吉さんが矢面に出てんのもおかしいですよ。はい。今回の打点作者、先の、のアクタージュの件なんですけど、と比較してる人がいるんですけど、今回の打点作者の性犯罪の件をアクタージュ事件と一緒にしたらダメですよ。アクタージュの方は、原作者の、これもですね、集英社の漫画なんですが、出しませんが、原作者が連載中に性犯罪で逮捕されて、そのまま連載終了となりました。で、作画担当の方は今回と同じようにですね、罪がありませんでした。で、アクタージュの方は原作者が逮捕されて2日後に集英社を打ち切りの判断を下しました。今回小学館は打点作戦の作者が逮捕2022年にされてから6年間だんまりし、2日できる決断を出した常識ある編集者と比べたら集英社がさすがにかわいそうだと思います。アクタージュはおかしいのは性犯罪者である原作者だけでしたけど、今回は原作者も編集者も編集部も小学館も何もかもがおかしいということで、組織的隠蔽ですからね、当然言われるでしょうね。はい、小学館が一番悪いと思うし、社長がやっぱ辞任すべきじゃないかと思いますよ。はい。だってアクタージュにしろ、そのトリコの人にしろそうだけど、やっぱり人間ですから、漫画家さんだって突然やっぱり性犯罪を犯したりとか暴力犯罪を犯してしまったりとかっていう人はいるわけですよ。だからそれはね止められないし、ある意味止められない、リスクヘッジはできない、難しいですよね。だからそういったったらすぐ切るっていうことしかできないわけで、だからアクタージュの方はねまともなね対応をしたと思ってる、私も思ってるんですけど、ただ今回の件に関しては隠蔽したわけでそうなった時点でやっぱり組織的責任があると思いますよね。遠目きれおさんコンカラスです。小学館なんですけど非常庁なんですよね確か。だからあんまりその株式の目線をね今回気にしなくてもよかったんじゃないかっていうところはあります。というかそのセクシー田中さん問題とかね、数多くのいろんなそういう差別とか、人権侵害事案を起こしてるんですけれども、にもかかわらずね潰れたりとかとんでもないことにならないのは確か非上場企業だからなんだよな。はい。だからそれもそれでどう
っていう。だから上場してないからって何してもいいわけじゃないよねっていう話なんですけどね。もちろん売上とか利益には多大な影響が出るとは思います。はい。トリコの方はね、連載中じゃなくて、その連載前にですね、連載をするだいぶ前に、世紀末リーダー伝たけしっていう、漫画を連載してたんですけど、その時に捕まりました。で、それで、たけしの方がプチッと、連載終了になりまして、当たり前なんですが、その後で服役したりして、その社会復帰してから連載開始になってましたね。その後は犯罪はもちろん犯してないと思います。はい。タイムさん、コンカラスです。漫画家に弱みでも握られてたのかって。いや、でも本当疑いたくなりますよね。なんでこんなやつかばったのっていう。だからトリコの人は売れっ子だったからまだわからなくはないけど、その時もね、かなり批判されましたからね、服役してもう罪を償ったとはいえ、性犯罪者をね、再雇用していいのかっていう風に。だからその犯罪を犯してから10年も経ってなかったかな。結構時間経ってたけども、それでもやっぱ言われたわけですから、当然だと思いますけどね。それ嫌な人は読みたくないだろうから。はい。そう。だからね、出版社とか、任天堂もそうですけど、だから、株式に口出しされたくないから、株主に口出しされたくないから、結構非上場を選ぶっていう会社あるんですよ。だから、それがね、いい方向に作用すればいいんですけどね。任天堂は非上場してるかごめんなさい。なんかね、他でもね、結構大きめのゲーム会社さんとかね、出版社さんとかはね、伝統的に上場しないっていう選択を選ぶっていうのは昔から結構あるんですよ。だけどね、今回は全くマイナスの方向に作用してるし、やっぱり事情作用ないんじゃない？上場した方が良くないとかって結構言われてますね。セクシー田中さんの一件からね。で、漫画版の某漫画家の件、掘れば掘るほどひどいです。ただでさえひどい事案なのに、セクシー田中さんの芦原先生は当時全然、この事件に関しては証述しませんけど、原作者の方が亡くなったことがありました。で、その時も全然小学館がね、彼女をかばわなかったっていうことでですね、めちゃくちゃ批判されたんですけど、印象が最悪ですねと。漫画家も本当にひどいですが、編集も同じぐらいひどくて、いつもの小学館仕草って片付ける範囲を超えています。コナンやフリーレンの半径を引き上げてほしいっていうですね。そりゃそうだよなっていう。そうですね。やっぱりエンタメ業界ってね、犯罪に甘いですよね。特にやっぱ性犯罪に甘い。それは芸能界全体の傾向だとも思うんですけど、それにしてもちょっとひどいですよね。現代のその OECD 諸国とは思えないレベルなので、やっぱり日本のはな、こういう体質を変えないと、で、やっぱり世界に通用しないし、だからね、ジャニーズ問題みたいなのも起きるわけですよね。はい。そう、自浄作用がなくなるのも考えものなんですよね。確かに株主に口出しされないっていう利点はあるけど、で、漫画ワンからの声明発表なんですが、金曜日の夕方、公式アカウントからの投稿なし、事件の内容をぼかしており、運営からのお知らせとして投稿、組織としてのお咎めなし、編集の処分をしていない、漫画ワンの解体もしてない、アプリ停止もしてない、編集者の動画をサイレント削除している、これからも続けていく気満々なのはえぐいですね、ということで、漫画ワンも潰れるんじゃないかなという気がします。だからこういう時に適切に対処できないっていうことは、やっぱり組織的な体質なんだろうなというふうに、思われてるし、実際そうだと思うので、これを改善できないとね、厳しいですよね。正直何やってももう信用されないっていう次元に達してる気がしますね。私の体を許すまで読みました。あれなかなか良かったです。アシスタント時代に性暴力被害を受けた方の、エッセイ漫画なんですけど、作者の方、トランスジェンダーの方ですね。はい。ご紹介ありがとうございます。女性の体を許すまでっていう表現になってるのがね、ちょっと違うのではないかっていう、方もいらっしゃると思うんですけど、それはね、作者様が、自分で選ばれている表現なので、はい、差別的な意図ではないですね。このかな？だからそういうね、作品もある一方で、これも、そうか、スピリッツ、小学館か。小学館ってだから、こういういろんなね、多様な作品をせっかく連載しているのにね、こういう事件を起こしてしまうのは、本当に残念というね、気持ちしかないですね。はい。いやー、でもどうなんですかね。それは
やっぱり昔というか、まあ昔だからもちろん許されてるわけじゃないと思いますけど、でもまあ MeToo 事件以来ね、世界中のエンタメ業界自体がね、意識が変わったというふうには言われてますから、確かにここ10年か20年ぐらいの動きではあるかもしれないですね。まあ性犯罪には昔からやっぱエンタメ業界甘かったですよね。はい。はい。柔らかスピリッツから出てます。単行本にもなってます。はい。私は持ってます。はい。買いました。とても内容は面白かったです。ただね、まあ、その男女のそういう、なんていうのかな、男女間というのは、ペセヤマ先生本人のものなので、はい。必ずしもね、トランスジェンダーに関するそういったね、差別反対の学術的な記述に合わせてる内容のものではないので、そこはご注意ください。はい。深夜食堂も小学館だな。まあ、ドラえもんも小学館だしね。ドラえもんはちょっと性犯罪的にどうかという描写多かったけど、日本社会全体的に性犯罪に対する認識が、いや、ほんとね、遅いですよね。だから MeToo 起きてから何年経ってると思ってんのっていう。それにしても遅い。だから結局、ああやって BBC に伊藤詩織さんの件もそうだし、まあジャニーズの件もそうだけど、ああやってすっぱ抜かれて、まあ外圧でしかね、変わらない、体質改善しないっていう。まあ映画業界とね、映画業界とかね、俳優業界はね、やっぱりだいぶ変わったみたいですけれども、やっぱり漫画業界はあんまり変わってないのかなという、残念ですね。本当に。本当残念としか言いようがないので、まあとにかく小学館はですね、責任を取ってください。はい。というかです。まあこの事実上騙されて漫画描いてた鶴吉先生とにも賠償すべきですよね、はっきり言って。だって自分の作品3年間かけて描いた作品が絶版にさせられちゃったんですよ、作者のせいで。ありえない一緒だし、アクタージュ事件と違うのは、だから原作者が突然性犯罪者であることが判明したっていう話じゃないんですよ。性犯罪者であることを隠蔽した上で書かされていたので、おかしいよね。小学館のせいやろっていう話なんで、だから少なくともね、見込み印税に関しては全額支払う必要があると思いますし、原稿料にプラスして、だから損害賠償とかしなきゃダメじゃないかと思いますね。はい。いや、本当だから性犯罪者の原作漫画誰が描きたいよっていう話ですよね。だから知らなかったんだから、ね、知らなかったの、おそらく事実だと思うんですけど、状況的にね、知らないで書かされるってありえないですよね。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そう。レーティングの問題もそうですね。映画界はね、結構細かく分けられるようになりましたけどね、漫画はやっぱりね、ゾーニング自体もあんまりちゃんとできてないっていうような感じですからね。それもね、どうなんだという感じですよね。はい。ということで、そうですね。いや、だから本当保守リベラル関係ないですよ。だから人権問題なので、できる限り、まあ人種差別の問題もそうですけど、こういう性差別の問題に関してもですね、はい。やはり女性のね、特に性被害が、軽視されるっていうのはね、性差別の問題が絡んでると思うので、まあですね、小学館はちゃんと責任ある対応をしてください。まああとね、コナンの人とかはね、半径引き上げるぞぐらい言ってもいいと思いますなんかすでに言ってる気はしますけど、まあ結構本当に大物漫画家さんたちがね、小学館からね、取引すんのやめようみたいなことを言ってくれてるみたいなんで、そこは本当ね、素晴らしいなと思うんですけど、まあ誰もね、こんな性犯罪者と一緒に漫画描きたくないと思いますので、当たり前だと思うんですけどね。はい。そうですね。だから立場は違えど、やっぱりみんなで団結してね、なんとか改善していくしかないですよね。はい。ということで、ただですね、まあ、今はそんなんでもないっていうか、まあ、確定報道が出たのであれなんですけど、SNS 上だとね、やっぱりこの犯人に関して、なんかいろんな、よくわかんない情報が飛び交ってたりするので、まあ、それはちょっと気をつけてください。X に投稿されたものがね、元ネタになってて、証拠はそれしかなかったんですよ。でも、ちゃんと裏付け報道を、まあね、腐っても、大新聞の人たちがしてくれたんで、まあ、事実が明らかになったっていう話なんで、はい、そこはちょっと情報の取り扱いには気をつけた方がいいと思います。はい。
ということでですね。いや、日本が誇る性犯罪の少なさって犯罪認知件数が少ないだけですよ、マジで。本当にそうっすよ。だってね、だから他のね、スウェーデンとか北欧諸国って性犯罪多いって言われてて、だからね、よく、ネット右翼の人たちがね、社民主義者はダメだみたいなことを言うんですけれど、いや、そうじゃねえっつうのって、性犯罪の認知件数自体がね、めちゃくちゃ多いから、当然多いように見えるんですよって。だからフェミニズム、の視点を取り入れて、ちゃんとですね、申告するのが当たり前になってる国はそうなってるのっていう、まあそういう話ですよね。インドと日本って少ないんですよ、異様に人口比に対して。だけど、どっちもやっぱり性差別ひどい国なので、まあおそらくそういうことだろうなと思ってます。はい。そう、だから北欧揶揄してるけどね、自分に刺さってるんですよね、本当に。ふざけんなよという感じですよね。そうですね。いや、まあ特に日本の作品は今でもミソジニひどい作品多いからね。やっぱそういうとこから変えていかなきゃいけないんでしょうけどね。はい。むしろこの状況にまで陥っているのに何事もなく小学館で仕事続けるならボイコット対象にします。被害届受理しないし、そもそも被害届を出せないで泣き寝入りさせられる被害者が多いです。その通りですね。はい。うん。そう、北欧みたいに、北欧レベルで性犯罪の認定厳しかったらこうなってないですからで、伊藤詩織さんのブラックボックスダイアリーズも先日見てきましたけど、日本のね、隠された恥っていうドキュメンタリーを BBC が作ったのが2019年頃の取材かな。まあ、山口のね、性犯罪事件も2010年代だったわけですけれども、当時もだから屈辱的なそういう取り調べとかを警察でやられて二次加害されてるわけなんですよね。まあ、BBD 見た方はね、わかると思いますけど、はい。こんなに盗撮犯や痴漢が多いのに少ないわけないわっていうねいや本当だから列島はね、隠れ性犯罪者だらけだという話ですよね。小倉田さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっと小学館の胸くそ悪い性犯罪事件について話してました。やっぱつれがさん、ここからです。昨今の高市さんといい、テープスタイン関連といい、漫画家の性虐待といい、万一はいち。いや、ほんとね、この詩はどうなってるのという、いや、あんまり歌う気にもなれないけど、ごめんなさい。いや、ほんとこの詩はどうなってんだっていう感じでタイトルをつけさせていただきました。いやーね移民が性犯罪を増やすとか言ってるくせに日本で起きる性犯罪であわわらのは何なんだよっていう本当だよな。日本で一番性犯罪を起こしてる外国人の属性がまあこれ差別じゃないと思うんで言うんですけど、たった一つあるんですけど、それは何かというと在沖米軍です。はい。在沖米軍を皆さん批判してください。そう、痴漢ってね、本当にね、痴漢っていう言い方がやっぱりおかしいんですけど、あれ性暴力ですからね。性犯罪なんで、絶対やってはいけないんだけど、だからアダルトビデオとかでね、なんか当たり前の行為であるかのようにやっぱり言われてるのが良くなかったですよね。はい。そうですね。やっぱり社会全体のミソジニーとかね、性差別の問題だと思いますよね。悪い意味でやっぱ常識が古いですよね。普通の男性というのはあくまで人畜無害な顔したり妻子持ちだったりすると。山本がね、どんな人物だったのかね、いまいち今出てる情報だと、わかんないんですけど、50代で教師ですからね。そもそもそんなやつがね、性犯罪者だとみんな思わないですよね。はい。そうですね。在日米軍にだけは特権があります。はい。はい。で、そう、スウェーデンがね、インドより性犯罪多いのおかしいでしょ。絶対おかしいんですよ。だからね、そこにはね、統計の何かが、裏があるはずなんですよね。はい。だから、知られてないだけじゃないのかと。だからインドって、だから未だにやっぱり性差別ひどくて、今だいぶ改善されたみたいですけれども、法律をね、やっぱり改正しないと見えてこないものがやっぱあるんじゃないかなと思いますね。もちろんね、問題意識自体がやっぱり、レベルが今低いと思いますね。社会全体の問題ですよね。はい。朝日新聞の記事が今ありましたけど、スウェーデンは18年の法改正で、同意のない性行為がノーみたいなことは最初から言っていたらしいんですけど、さらにですね、ノーという意思表示がないということはイエスではなく、相手が自発的に性行為に参加したことを確認せずに性行為に及んだ場合は、性犯罪として処罰対象にするイエスミンズイエス型に変更したっていうことで、2018年にはこういうふうに法律改正してるんですね。そりゃ
ゃね、性犯罪の認知件数めちゃくちゃ多くなって当たり前ですよね。で、23年にようやく日本は、だから準強制性交罪を統合して同意のない性行為はダメだっていうメッセージをですね、だからスウェーデンが18年に到達してたところにようやく23年に到達したんですよ。だからねこの差はやっぱ明らかだと思いますよね。まあ、日本の認知件数がもっと増えてくればね、変わった、もう少し社会の意識も変わるのかなと思いますけど、やっぱり社会とか司法全体の問題だと思いますね。スウェーデンはジェンダーキャップ指数上から5位ですからねすごいよね。はい。性犯罪は被害者の落ち度を探されるんです。殺人では被害者を責めたりしないのにね。そう。だからそれも性差別の問題ですよね。あ、パーバー P さん、コンカラスです。私は還暦を過ぎておりますが、子供の頃は被害に遭っても恥ずかしくて誰もいない雰囲気がありました。いや、まあ皆さんそうおっしゃいますよね。はい。いや、当たり前だと思いますよ。だってこういう国なんだもん。2023年にようやく刑法改正されたんですよ。遅いでしょっていう。まあ、やっぱ私もだから男性だから、あまり頓着してなかった面はありますけど、やっぱ皆さん自慢してくる統計は嘘じゃないかとは思ってましたね。あんなに時間が多いのに、性犯罪少ない国とかありえないでしょとは思ってましたね。はい。性犯罪はね、ちなみに、性欲の発散が目的ではありません。あれは支配欲なんで、先日でもだからウクライナの件でいろいろ4年経ってしまったということでいろいろな記事が出ましたけれども、ちょっと今出してないんだけどウクライナのですね性犯罪というか戦場でね性被害に遭った人たちが8割男性みたいなんですね。でロシア兵がやってるわけですけれども、当然ロシア兵は性欲目的じゃないわけですよね。相手に屈辱を与えるために奴らはやっているので、だから戦争ではねそういう性犯罪が武器化されるっていうのがねよく研究でもよく言われることなんですけど、はい。だからね全くその欲望目的じゃないっていうことですね。はい。日本の首相とそれセリフ言ったの誰だったっけいや、すいません。ちょっと出てきてるけど思い出せない。赤松山本はだんまりかっていう。いや、なんかコメントしてほしいですね。いや、でもさすがに、今日、なんだろう。彼らをかばうつもりは全くないけど、今日ですね、公式に発表されたので、なんでしょうね。今後コメントしてくれるかもしれないけど、高市の4人のセリフなのかよ、マジかよって知らなかった、これ。最悪だな。いやー、やっぱり女性の立場からこういうこと言う人なんですよね。最悪だな。はい、アンナエさんありがとうございます。性犯罪をなくすためにも性教育が大切なんですね。いや、全くですね。そう、性犯罪はね、特に戦争犯罪で見ると分かりますけど、そう、支配欲ですからね。だから戦時性暴力の問題って全部支配欲ですからね。はい。包括的性教育、本当大事ですね。かつてハイエクは福祉国家は全体主義への道だとか言ってましたが、むしろ北欧のような福祉国家が全体主義とは程遠く民主主義が成熟し、至上主権利主義のむき出しの米国が全体主義になるというですね。だからなんかハイエクさんありとあらゆる面で間違ってましたよねやっぱり彼のやっぱり資本主義観もおかしいけど、民主主義観の方がもっとおかしいですよね。だから悪いけどやっぱハイエク的な人たちはみんな全体主義的な方向に向かうという。本当だ。高市さんの昔のコメントやん。ひどいな、この人は本当に。1992年のコメントですね。はい。今後の医者が語っていたことには女性や子供にして男性に押しついさせ地域社会を利戦させる。そうですね。アフリカでもやっぱりね内戦してる国とかひどい性暴力が蔓延してる国とかあったんですけれども、大体そういう目的だというふうに言われてますよね。104さん、コンカラスです。だからね、やっぱり高市さんは全く性暴力の意味を理解してないと思います。その無理解っていうのはジェンダー関係ないんで、戦時性暴力とかについて勉強しないと分かんないことなんでね。はい。ですね。30年経って少しは理解してくれてると思いたいけどなという感じですかね。はい、ということでちょっとうんざりする内容でしたが、小学館の話でございました。ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。早くは資本主義民主主義であり、反共主義ならピノチェットのような独裁者すら支持する。あ、そっか、ピノチェット支持だもんな。それそうか。ごめんなさい。ちょっと私の勉強不足で申し訳ありません。そうですよね。まあ、チリのピノチェットっていうひでえ独裁者がいたんですけど、だからハイエックさんそれ支持してたはずなので、そうですよね。やつが民主主義者のわけないわ。ありがとうございます。山田太郎は回春して政務次官辞任する羽目になりましたしね。っていう。ね、彼らのジェンダー感って押して知るべきなんだよな。はい。あ、悲しみさん気にしないでください。大丈夫ですよ。ありがとうございます。まあ、読まないものは読まないので、はい。パレスチナでも性暴力の武器化が深刻ですね。はい。だからね、イスラエル兵もずっとそういうことを恒常的にやってますからね。うん。だからそうですね。だから大人のね、やっぱり今未成年に対する行為は全て性暴力にね、というふうに認定されるようになりましたので、まあこれで少しはね、世の中変わればいいかなと思います。はい。ということですいません。皆様お待たせいたしましたが、ちょっと高市政権の話をしていこうと思います。ということで、まあ、高市さんなんですけど、必要のない奨学金を借りるといったモラルハザードが起こる可能性に起こるわけないでしょうと痛烈やじということで、いやー、なんか毎日毎日問題発言するのやめていただきたいんですけど。まあなんか国会が始まったらなんか毎日こんな感じですよね。立憲民主党の斉藤さんっていう方が現在学費物価の高騰により多くの若者また勤労世代が奨学金の返済に苦しんでおります。奨学金返済額の一定割合を所得控除する奨学金返済減税は、現役世代を応援する非常に優れた仕組みだと考えますが実現に向けての検討を進めていただけませんかという別に悪口でも何でもない本当な質問をしたんですけど、それに対してなんかすごい攻撃的なことを返してしまっていまして、奨学金の返済については令和2年度から返済不要な給付型奨学金などを考慮するとともに、奨学金を貸与を受けなかった方との公平性や必要のない奨学金を借りるといったモラルハザードなどが起こる可能性と、発言したところでヤジが飛んだという、そんなこと起きるわけないだろうというですね。はい。いや、そりゃそうだ。なんかこれもまたヤジを飛ばしたやつが悪いみたいな書き方してますけれど、それって怒るでしょ、これは。ありえない発言っすよ。どういうことなのって、これ最初私読んで意味がわかんなかった。文章を読んでこれ意味わかんなかったんですよね。必要のない奨学金を借りるといったモラルハザードっていう、必要のない奨学金って借りる意味なくないっていうふうに、思ったんですけど、誰がこの総理答弁を書いたのかと。元当事者として私も反論します。奨学金といっても対応型は借金です。普通は借りすぎることなんてしません。返済の軽減は進めるべき政策だということで、またね、中東の泉健太さんが盛大になんか、叩かれてるんですけど、泉さんの言うことがさすがに正しいでしょ。これは。いや、だからモラルハザードってなんだろうっていう話ですよね。だって普通は借りないでしょ。そうね。高市さん、奨学金が何なのか分かってないんじゃないかなという、ちょっと信じがたい答弁でしたね。はい。以前、表紙でミソジニーが問題視されていた人工知能学会の理事がポルノで逮捕されました。そうなんだ。あれですよね。なんか女性型ロボット書いてた人ですよね。信じられないなぁ。なんかそういうなんか変な答え合わせみたいなのするのやめてほしいですね。あ、本当だ。人工知能学会が謝罪、理事が逮捕されるということで、ニュースになってますね。はい。同学会理事が逮捕された。ちょっと待ってください。一回ちょっと話戻りますけど、同学会理事が逮捕された。前大学の教授で本学会の理事である江戸光一郎氏かなが、禁止法違反の疑いで逮捕されましたということですね。昔ちょっとミソジニスティックなそういう本の表紙を書いたことがある人なんですけれども、いやー、なんかもう山田赤松もそうだけど、なんかみんなミソジニストですね。はい。はい、教えていただいてありがとうございます。必要のない奨学金とは一体何なのか、本人は問題発言だと思ってないのかっていう、いや、ほんと信じられん発言ですよね。だから官僚答弁なのかなって、ご本人またアドリブで喋ってないかって、いろんな噂が飛んでるんですけど、その後かなりヤジ飛ばされたので、高市さんもなんか動揺して、なんでこんな反応になるのみたいなことをなんか感じだったんですけど、いや、そりゃこういう反応になるよって
だから素で言ってんのかなというちょっと気がしましたね。奨学金って借金だと気軽に借りようとしないだろっていうだからどうもやっぱりさもしい顔をしてもらうもん発言を思い出しちゃいますよね。こんなこと言われると。山添拓金や実際の貧困層の目の前で言えるならもう尊敬でしかないですわ。シンズさん、コカラスです。奨学金という名の高額ローンを借りるのがモラルハザードになるとかそういう思考回路なんですかはい。あまりにも向こうの常識が違いすぎる。必要ないけどローン組むということなのはどういう状況なのか。奨学金を借りなくても大学行けるからにしないとね。赤澤大地どけちょっと後で言いますわ。なるほど。自分でバイトや教育ローンで賄ったから、自己責任だみたいな感じなのか。なるほど。ありがとうございます。いや、それはちょっといくらなんでもね、折り目すぎるな。はい。維新の人が確かに言いそうなことではありますよね。ついでに言うと、貸与型奨学金というのは海外では教育ローンでありまして、奨学金とは呼びません。奨学金とは返済不要の給付制が前提でございます。この点も合わせて追求いただきたいということで、久しぶりにお名前見た京都の福山和人さんですけれども、私応援してたので、あれなんですが、全くおっしゃる通りですね。だから、そもそもね、教育ローンでしかないものをね、奨学金と言い張っているのが日本の制度なんで、学生に厳しすぎるんですよ。それはダメだろっていう。だからね、やっぱり学生の人に今投資しないと、ただでさえ少子高齢化になってるのに、勉強する人いなくなっちゃうよという感じなんですけどもね。金沢レイさんですが、学生たちは怒っています。社会権規約に基づき日本政府は無償化する義務があります。奨学金が実質的借金であり、利子も上がって地方国立まで学費値上げし、歳費も上がり、独自免除規定も廃止の大学もあります。学費負担を軽減へ給付型へ転換してください。貧困学生を排除しやすい申請主義や学業要件をなくし、権利を保障してくださいということで、レイさんは、金沢さんはね、ずっとこういう活動をされてる方で素晴らしいんですけれども、残念ながらね、ただこういう主張があまり受け入れられない、なんで借金をチャラにしろみたいなこと言ってんだみたいな説教をしてくる人がたくさんいるんですけど、本来だから優秀な学生さんは別に借金しなくてもね、勉強できて叱るべきですから、それが社会権でしょう。だし、やっぱり、教育同士をちゃんとしてる国はですね、奨学金を払わなくても、返済しなくてもね、済むように、そういうふうに社会制度を組むんですよ。はい。なのでね、やっぱり方針が間違ってると思いますね。そう、高市さんがね、自分で賄うことできたからって他の人ができるわけじゃないですからね、自己責任論はやめてほしいですよね。そう、貧困の最前線にもつながりますからね、給付付きじゃないと。そうですね。やっぱり極右新自由主義の組み合わせですよね。先週の配信言いました、火曜の配信で言いましたけど、ナンシー・フレイザーっていうフェミニストの人が指摘してた通りで、やっぱりトランピズムに近いですよね。トランプも極右プラス新自由主義ですからね。はい。高市氏が自分の思う強い女性のロールプレイをしてる。なるほど。それはあるかも。絶対本人はやってそうですよ。そう思ってそうですよね。そこに惹かれてる人もやっぱ多いのかなとは思いますね。朝鮮学校の学費無償化もやってほしい。いや、ほんとね、だから国籍要件でしかも朝鮮学校排除してますからね、現在でもね。それもダメだろっていう。はい。チェの独裁政権はシカゴボーイズと呼ばれるフリードマンの弟子が経済政策を担ってました。そうですね。補足ありがとうございます。だからやっぱハイエクのね、私政治と言われる彼らの人たちですよ。新自由主義者の人たちですよね。はい。高市さんもサッチはもう自分たちだって地のにずめ努力をしたんだからお前らもやれよという考え方を持ってると。そうですよね。自己責任論ですよね。だからそのサッチャーの時代はね、それが新しい考え方というか、当然視されていたようなところはありましたけども、あれから40年経ってますからね。はい。もちろん皮肉であることは分かってます。ありがとうございます。はい。シカゴボーイズがそう、新自由主義の実験場にしたんですよね、南米をね。ほんとひどいことしますよね。アメリカの傀儡政権だったわけですけど。確か日本は教育予算の割合が他国と比べて低かったような気がします。はい、低いです。はい。ちょっと今データ出せないけど、
だからね、本来だったら、もっとね、優秀な人材にね、お金を投資しなきゃいけないのに、まあなんかね、国籍を要件になんかお金出さなかったりとか、まあ優秀な人にもですね、あんまり、こういう奨学金付けにしたりとかっていうことをですね、ずっとやってるので、だからいい加減そういう自己責任論的なのから脱却しないと、まずいっすよね。うん。極右プラス新自由主義の友好はパレオリバタリアニズムと言います。あ、名前ついてるんだ。ありがとうございます。この戦略はオーストラリア学者のロスバード、またこれもロスバードなんだ。90年代に考えた戦略です。ありがとうございます。それ、ゆっくりで言ってたからごめんなさい。私忘れてたかもしれない。ありがとうございます。はい。多くの先進国よりも対 GDP 比で低いですね。教育費の OECD 加盟国の平均支出は約 4.7% ですが、ジャパンはですね、4% 程度しかないというデータがございます。低だから本当はね、5% ぐらい出さないと、やっぱやっていけないっていうね、やっていけないというか、日本を立て直すためにはね、もっとね、お金をつぎ込まないといけないはずなんですけど、まあなんか逆の方向に行ってるのがね、恐ろしいというか、ダメやろっていう感じですよね。ミレーもそもそもだってトランプのアセットですからね。結局、トランプ政権の強い支持があって、今、やって、なんかめちゃくちゃやってるわけでしょ。高市さんはなんか自発的なところが大きいから全部がトランプのせいっていうわけではないですけど、南米は本当露骨ですよね。はい。日本の1人当たりの教育支出は、OECD 平均の1万5000米ドルを、約1000米ドル下回る 1万4000米ドル程度でございますということで書いてますね。はい。だから、GDP 比率で 1% 近く低いんですよ。そりゃね、みんな学生貧乏になるだろうっていう話ですね。はい。そうですね。ネオリベは学会から排除してはいけないと思いますが、それはもちろん左派含めて多様な意見がいる前提ですね。ネオリベラルの人たちも排除はしないというか、その道数が多いから排除できないと思いますけど、日本の何割ぐらいいるんだろう。軽くネオリベぐらいの人だったら6、7割ぐらいそうなんじゃないかっていう、ちょっと恐ろしい実感があるんですけど、はい。そう。でもね、やっぱロスバードとかが暗躍して作った思想だからね、そもそもダメなんだよな。竹中平蔵ですからね。はい。そう。だから、ああいう人がやっぱ支持されてるのは厳しいですよね。教育の無償化かと言いながら真逆を行くのはなぜなのかっていうね。だから維新もそうだけど、高校無償化とかは取り入れるじゃないですか。でも、朝鮮学校は無償化してくれないし、何なんだよっていうね。中途半端ですよね、やってることが。ミレーはロスバードのアナルコキャピタリズムを信奉していまして、フリードマンの息子もアナルコキャピタリストですと。高市さん、失言暴言を書かない気はないのか。いや、ないんですよね。奨学金にかっこつけて高市政権が言いたいのはかつての経済戦略会議答申の以下内容だと推察だということで、この方がね取り上げているのは1999年2月26日の当時の経済戦略会議答申というものなんですが、私もこれよく知らなかったんですけど、当時からなんかそういうネオリベ的なやっぱり思想を唱える人たちがいたっていうことですね。これまでの日本社会に見られた頑張っても頑張らなくても結果は変わらないという護送船団式の方式が続くならば、いわゆるモラルハザードが社会全体に蔓延し、経済活力の停滞が続くことは避けられない。現在の日本経済の低迷の原因はモラルハザードによるべきであるものと理解すべきである。もしそうであるなら、日本人が本来持っている活力、意欲と革新能力を最大限に発揮させるために、今こそ過度な規制、保護をベースとした行き過ぎた平等社会に反対し、個々人の自己責任と自助努力をベースとした民間の自由な発想と活動を喚起することが極めて重要であるという。いうことで、内閣府ってこんなことをもう98年に言ってたんだっていう。このことがね、当時、小泉新自由主義の、小泉純一郎のね、進次郎の親父の、政権下で竹中平蔵って人が一生懸命唱えてたネオリベラリズムの原型ですよね。はい。だからな、やっぱりこういう思想がずっと蔓延し続けてるのが日本の失敗の原因ではないかと思うんですけど、一つも良くなんなかったよね、この考え。全然成長し
しないやんっていう。むしろ自己責任論になってみんな貧しくなっちゃったじゃんっていう。はい。そう。絶対教育投資はね、大事ですよ。国防ですからね、はっきり言って。前にも書いたかもですが、40年前は国公立行くと親孝行できたものですが、今は私立も国公立の学費が変わりませんという、そうですね。だからそうですよね。私学と国公立の差もね、縮まっちゃってますもんね、悪い意味で。ただのネオリベ、モラルハザードという言葉を便利に使いすぎでしょ。維新の高校武将化は公立高校を潰して私学に助成金出して慣れ合いたいからか。ああ、なるほど。そうか、そうか。そうですね。私学、そうだ、公立潰しだって言われてますもんね、ずっと。ありがとうございます。補足ありがとうございます。府立高校の跡地にタワー。石すぎる。いや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 。維新だな。まあ維新が私学大好きなのはね、昔から言われてますよね。でも確かに私学に集約したいから逆に高校を無償化しようっていう話なのか。まあ確かにそうですね。私学は明らかに優遇してますもんね。ありがとうございます。うん。まあモラル、モラルがまあそのモラルって本来の倫理だよね。諸悪の根源、ネオリベラリズム。まあね、やっぱり小泉純一郎さんが相当社会を壊したと思いますよ。申し訳ないけど。まあ彼自身はね、そこまで極右的な人間ではなかったけれども、やっぱり竹中的なね、考えを世の中に広めちゃいましたよね。まあ、ただ、高市さんの名誉のために言っておくと、彼女ただの新自由主義者ではありません。積極経済主義者なので、ロイターからはこのように書かれてます。疑いようのないリフレ派。新たな日銀の審議員の2人の人選をめぐり、ある政府関係者がこう漏らした。別の関係者は完全に高市首相が決めたもので、日銀も財務省もリスト作成の段階から関与していないと明かすということで、まあ、ロイターがなんかここまで厳しめに書くの珍しいなという感じなんですけど、なんか日銀の人事を操作したらしいんですね。私も要は知らなかった人なんですけど、日銀審議員として浅田さんと佐藤綾乃さんという人を入れました。いずれもリフレ派の識者と協調を持つ経済学者であり、円安や物価高での警戒が続く中、リフレ色を帯びた学者を揃えた人選は、高市早苗首相のマクロ経済運営の方向性を示す、布石であるとの、見方が広がっていますと。別の政府関係者のコメントによると、完全に高市首相が決めた日銀も財務省もリスト作成の段階から関与していない、積極財政派の数少ない理論的支柱だから重用した高市氏の経済政策を分かりやすく示した人事であると、言われているということで、やっぱり金融緩和強行する気なんだっていうですね。まあ今そこまで市場は劇的に反応してないみたいなんですけど、まあ市場は静かでいいじゃないですかみたいなこともおっしゃってるみたいですね。でもやばいのではないかな。だからですね、なんでしょう。直接的にだから新自由主義に反対するんじゃなくて、さらにまあお金をジャブジャブしようという、まあ先ほどというか先立ってからのね、この方針のおかげで、なんかめちゃくちゃですね、円安に今触れてるわけですけれども、まあ、これ以上やっぱり円安に触れるとまずいと思うし、だから協調介入、まあしたと思うんですけど、それがなんか台無しにまたなっちゃうんじゃないかなという、ちょっと恐ろしいですよね。はい。いや、でもこれもやっぱ投機なんでしょうかね。はい。大阪市内も全然こんないらないだろうっていうぐらいタワマンがバンバン建ってて50年後が怖いです。だからね、今はお金になるのかもしれないけど、後先考えずにやっぱり立つのはまずいですよね。そう。ネオリベ的な人でも経済に詳しい人は高市氏のことよく思ってない。そうですね。だからここはね、やっぱりネオリベ派の人ともね、はっきりと意見が分かれるとこでしょうね。いや、リフレはやめてって言われてますからね。頼むからやめてみたいな。共産主義を批判するのに全員が貧しくなるよりは貧富の差がある方がマシって言われていたのに、新自由主義の蔓延でかえって日本人が総貧困化した。いや、そうなんですよね。本当にそうなんですよ。だからね、社会主義は良くないって言って、貧富の差をある程度肯定して競争社会だみたいなことを言ってたのに、かえって総貧困化するっていう、まあなんかマジックですよね。なんでそうなるのかわからないっていう人が多いんでしょうけど、でもまあ考えてみればそうなるんですよね。お互いにみんな足引っ張り合う世界になっちゃったからですよね。はい。
こんなにお金がジャブジャブあるのになんで私の懐には入ってこないんだ。トリクルダウンが嘘だからですね。円安のおかげで海外製プロモデルが高くてしょうがありませんって実害が出てる方が。円安がちょっと収まった方ですが、米ドルがやばくなってるからではないのかなという。まあでも、トランプ関税が失敗しつつあるのでね、ドルもやばいですよね。だからドルに引っ張られて、協調介入だって言っても、ドルに引っ張られてさらに安くなっていくと、ってで、まあ、割と、だから、その、緊縮派とかね、批判される藤巻さんですけれども、まあ、保守派の人なんですけど、私が国会でいくら聞いても出口を示せませんでした。時期尚早としかお答えにならなかったのに、時期尚早のままインフレ更新の危機が来てしまいました。どの口がとは思うが、おっしゃっていることは事実です。実質金利がこれだけ低く、資産価格が上昇しているのですから、かてて加えて円安方向なのだから、今年は見にくいほどの物価上昇になりますかということで、まあ、もともとね、JP モルガンにいて、ジョージ・ソロスのアドバイザーとかやってる人ですね。なのでね、もともとだからゴリゴリ保守の人で全く左翼ではないんですけど、日本にとって暗いニュースである素人集団が経済や金融に対して1兆枚の主張を始めれば国の未来はありません。自利品から脱出しようとしてドカ品に陥っているのではないかと。いうことでね、まあ右寄りの人たちからはやっぱりこういう批判が来ているので、まあなんでしょうね。だからその社会福祉とかをちゃんとやるならね、まだ全然救いはあると思うし、まあ立憲のね、提案した給付付き税額控除を早く実現するのであれば、なんかギリギリ持ちこたえられるのかなという気がしないでもないですけど、でもこのままやっぱり円安方向に進み続けるとまずいっすよね。まあ、それよりも中国の制裁もまずいんだけど。はい。なので、やっぱり経済界からはね、あまり、好感を持って見られてないので、そこが弱点になるような気はしますよね。資本主義が続ければどんどん格差が広がるのは当然です。だって資本家が労働者を搾取して、それにより資本家が肥大する仕組みですからね。はい。だからマルクスをね、私も勉強してるってほど勉強してないけど、学んでいればね、なんかそれ理解できるような気がするんですけど、マルクスを頭から否定するとその辺のことがやっぱりわからなくなるのかなという気がしますね。はい。なのでね、だから新自由主義から抜け出してほしいのは確かにそうなんだけど、方向性がちょっと違うっていう感じですよね。はい。ただね、まあ、高市さんが先ほども言ってたんですけれども、対外的に何をやってるかという話なんですが、私に恥をかかせるなと申し渡していますと、いうことでさっきも言われてたんですけど、高市早苗首相は27日の衆院予算委員会で米国のトランプ関税措置をめぐり米側と交渉に当たっている赤澤経産省に対して、私に恥をかかせるなというふうに申し渡しているとも述べたと。なんでいきなりこんなこと言い出したのっていう、話なんですけど、私がトランプ大統領と堂々と渡り合えるように働いてくれるのが赤澤大臣の仕事であると考えておりますと。ですね。だから、どういうふうにトランプと交渉してんのみたいな話をされたときに、赤澤さんはある意味褒めそやして、一生懸命、ラトリックさんと交渉しています。日本も約束を守るので、向こうにも約束を守ってもらわないといけない。そういう態度ではしっかり私も対峙していきたいという、ふうに言っているんですけれども、なんか、だから私に恥をかかせるなっていうふうに言ったんですよっていうふうに、言ってるんですけど、やっぱりなんか高市さんは自分がもう首相になっていて、そういうなんか自分より目上の人間だったらまだ分かるなくもないですけど、こういう軽口を叩ける立場ではないということが分かってないような気がしますよね。これ首相から言われたらパワハラですよね。だって赤澤さんの方が今立場下なんだから、で恥をかかせるなって言われたら恥をかかさないように努力するしかなくなっちゃうじゃないですか。だから冗談であんまり済まされない言葉じゃないかと思うんですけど、なんか先行きが不安になってきますね。はい。竹中平蔵は自分で主張してたトリクルダウンのことを後年には甘えるなと一括してましたあいつ本当にひどいなせめて守備一貫性を持たせてほしい。
やっぱりイメージ先行で社会民主主義と社会主義的政策を忌避している人が、まあ、それは多いでしょうね。やっぱりネオリベ的なね、価値観の人が多いからですよね。はい。そこは本当なんとかしてくれないとって思いますし、まあでも自民党って別にだからね、そこまでそのネオリベしてなかったはずだから、やっぱりね、小泉純一郎以降ね、ああいう露骨にネオリベ寄りの人が、ね、首相とかになってしまうようになって、ちょっと方向性が変わっちゃいましたよね。はい。日経が希望になるなんて、ユーロ円は依然184円超です。円安のせいで技能実習生が持ち帰る給料がますます目減りする。だからね、やっぱりそれも余計外国籍の人たちに厳しい社会になってますよね。だからヤクザの親分じゃないんだよ。とこういうこと言ってる前に、その中国との問題を何とかしてくださいよという感じなんですが、わざわざ排斥しなくてもそのうちね、外国人の人も来なくなると思いますよ、このまま行ったら。そうなったらね、本当労働力もなくなって手詰まりですよね。もちろん労働力のためにね、外国籍の人を来てくださいっていうのはちょっと違いますけども、それは違うけど、でもな、結局何も差別の問題も解決しないままにそうなってしまうのはね、問題ですし、こんなこと言ってる場合じゃないと思うんですけどね。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。アリクイモドキさん、コンカラスです。竹中平蔵は民生に入ってた。そうだ。だから、彼も天候右翼なんですよね、実は。そうだ。だから、もともと民生に入るような人だったのに、なぜかね、社会主義をね、捨てて自信自由主義者になってしまった人なんですよね。よくいる右翼なんだけど、はい。実際海外の方は韓国と台湾の方を選ぶケースが増えつつある。そりゃそうでしょうね。だって韓国の方がね、そりゃ稼げるし、景気はいいし、外国人差別もそんなね、一時はね、韓国もひどかったらしいですけどね、でもだいぶ良くなってきたとは言われてますよね。何しろね、差別をね、ちゃんと裁く大審判があるので裁判所めちゃくちゃ強いですからね。今のね、ユン大統領に対する対応もすごいですけど、はい。やっぱり司法が機能してる国強いですよね。そうですね。これも高市さんのリーダーシップの宣伝に使われてるし、赤澤さんも笑いながら答えちゃってるので、別にね、だから悪く思うっていう、目線自体がないんだと思いますよね。高市さんはやっぱり全部交渉とかも本当は自分でやりたいのかもしれないですね。そういうタイプの人ですよね、多分。それはやめてくれって感じなんですけど。はい。座翼から右翼はね、割と見るのに逆はあんまりないですよね。はい。ないんですよね。なんでないんだろうな。なんて言うんですかね。右翼から左翼に寄っていくと、石破さんぐらいの、リベラル右翼みたいな立場に落ち着いちゃうからじゃないですかね。だんだん丸くなっていくで終わる気がする。だから人から見ればね、別にその右翼的な見解を変えたわけじゃないから右翼なままなんだけど、なんかリベラルっぽいことを言い出すみたいな、なんかそれで落ち着いちゃう気がしますね。はい。外国籍の人の労働者なしでは日本が成り立たなくなるってスレッズで書いたら198万人いる失業者を使えば大丈夫だっていう、それもひどくないですか？そもそもそんなにいるってだからその氷河期世代の方とか確かにいらっしゃるけれども、それはそれで今までね、やったことのない労働にいきなり従事したりとか不可能じゃないですか。それはそれで人間を人間として見てない思想ですよね。そうか、雨宮カリーさんはそうですね。左に行った珍しいパターンの人ですね。はい。
あ、秀雨さん、ここからです。左翼になっても儲からないですしねって。まあそこですかね、やっぱり。日本の場合はやっぱりそこが効いてる気はしますよね。ビジネス右翼めっちゃ多いけど、ビジネス左翼あんまりいないですからね。アメリカだと割と左翼、でもね、ビジネス左翼っぽい人いるんだけど。日本ではビジネスにならないからね。はい。まあそうですね。失業されてる方はね、そもそも年配の方多いですしね。はい。失業率は 3% 未内で完全雇用状態です。はい。まあそこがなんか日本の良さだっていう人も多いんですけれども、その日本の良さっていうか、いや、だからそのバッファが効かないんだから、その失業率の者の人を雇い入れれば解決するみたいな話じゃないんですよね。野球の侍ジャパンは明日台湾との試合らしいのですが、高市自身のあれこれについて何の研究もなしに無邪気に楽しみなのなんでと。万年金欠ですもんね。でも非正規雇用が多すぎます。いやー、そうですね。だからね、非正規雇用の人を正規化するだけでもね、かなりのね、経済浮揚効果になるはずなんですけどね。でも、やっぱり竹中平蔵以降、なんか派遣社員の人が派遣社員のね、立場で固定されるようになってしまったからね、なかなかそれができないんですよね。うん。うんうんうん。どうなんですかね。まあ、革命が起きるかはその国によりけりな気がするけど、まあ、その自民党の戦後の55年体制が、その社会党とのバランスとね、ある程度それなりに保っていた。まあ、それでもね、やっぱりマイノリティの方々はね、抑圧されていたわけですけれども、まあ、経済的にはね、ずっと上向きだったから、あんまり問題が顕在化しなかったですよね。うん。で、まあ、そんな状態なのでね、いろんな多様な意見を取り入れていくことが大事だと私は思うわけですが、野党はチーム未来だけということで、看板倒れの国民会議は何がやりたいのかということで、国民会議がまあ発足なんかつまずいてる雰囲気ですね。高市首相が26日に立ち上げた社会保障国民会議は超党派の会議体を目指していたが、野党からの参加はチーム未来だけ結局お前らだけかいというですね、看板倒れのスタートとなったということで、毎日新聞が珍しくなんか強めの口調で書いてくれてるんですけど、もうちょっと頑張れ。衆院で圧倒的な数の力を握った首相の結論歩きの姿勢に野党内で疑心暗鬼が広がり、首相側には飲料食料品の2年間消費税ゼロの実現に野党を取り込む思惑があったが見切り発車となったと。まあ私がびっくりしたのはなんだかんだ言って玉木雄一郎さんが参加しなかったことですね。彼はね、なんだかんだで折れるんじゃないかと思ってたんですけども、まあさすがにちょっと空気読んで、いや、これはまずいと思ったのか参加しないということになりまして、はい、チーム未来のみが野党として参加するというちょっと異様な状況になりました。はい。で、まあなんかね、まあ維新はもちろん参加してるから与党の人たちが一生懸命議論を交わすという異様な光景が繰り広げられているんですけど、民衆から独裁を白紙委任された以上、色の出ない我々身内だけの謎会議で国民の万事を決めるということが、公民の授業で憲法やら国会の仕組みやらを習っている子どもたちが実態と乖離している理想論の形骸を教えられていることになるのではないかと。まあこれはちょっと煽りすぎな気はするけど、でもね、そう思うよね。だって野党チーム未来しかいないんですよ。チーム未来一人で何が決められるんだよ。だからその反対意見をもはやこれ取り入れてないですよね。ひたすらその与党の、まあ、維新と自民の皆さんだけで会議をしているっていう。もうこれじゃ議会になってないでしょうという感じなんですけれども、はい。でもなんで国民会議にここまでこだわるのかもちょっと読めないしわからないですね。はい。アケリアスヨッチャさん、ここからです。右から左への転校ってないから、彼の匂いがしないからっていう。そうですね。まあビジネス左翼が通用する国もあるけど、日本は通用しないからね。国民会議だるい。チーム未来は野党と見なしていいのでしょうか。もはや野党であることに疑義が生じてる。一応消費減税には反対してるから。チーム未来は自民党の補完勢力です。完全雇用って言ったってワーキングプアが増えただけ。いや、そうなんですよね。だから結局景気不良になってないんですよね。うん。
そう、そもそも給付付き税額控除の導入までの時間稼ぎをするためだけの期間なのではないかと。だからまあ野党が参加する価値ないですよね、そう考えると。早くその税額控除をやるか、さっさと減税をするかのどっちかしかないわけですから。共産党タックスリッチが支持されない理由が年収1000万以下の人が自分が富裕層だと思って反対してたとのことでした。いやいやいや、なるほど。その辺はほんと誤解されてるな。確かにタックスリッチだってだけ言ってもなんかそのアメリカのニュアンスと全く違うからやっぱり通じないんですかね。そこは考えた方がいいかもしれないですね。1億円の人に課税しますって言った方が分かりやすいかもしれない。だからね。まあ自民維新未来を足せばだから衆院では圧倒的多数になるはずなんですよ。だから別に国会で会議したってね、自分たちの勝ちは見えてんだから国会でやればいいのに、そんなに国民と中道から突っ込まれるの嫌だったのかなって。はい。スマホが国民会議の会議に耐えきれなくなったのか YouTube を強制終了してしまいました申し訳ない。なんか永遠と流してきましたけど、負担になってたら申し訳ありません。はい。ということでですね。で、まあ、高市さんが、まあ、何を言い出したかというと、国民会議の初会合の中で高市首相は、物価動向や感染症の拡大といった事態に合わせて消費税を柔軟に変更できないかという問題提起をした。応急的な税率変更に伴うシステム上の課題に言及したっていう。はこれも何言ってるのかで何を言ってるのか私全く最初ニュース見たとき分かんなくて、物価動向に応じた消費税率変更って何って思ったんですけど、まあ要はね、高市さんだから消費税率を 8% にしたり 10% にしたり 12% にしたりみたいなのを柔軟に変更できれば問題解決につながるんじゃないかなみたいなことをおっしゃっていたかったみたいです。マクロ経済システムのこと理解してないのっていう、レジのシステムが対応できないから消費税率いじれないという設定はもう忘れたんでしょうかってもうそれもそうだけど、だからマクロ経済がめちゃくちゃになるじゃないですか。物価動向に応じて消費税率変更したりしたらさ、明日のだから統計も読めなくなっちゃうじゃないですか。それこそね、市場がめちゃくちゃになると思うんですけど、だから、やっぱり新自由主義者とはちょっと違いますよね。なんかそれ以上の何かを言っているような気がするんですけど、よくわからない。高橋陽一でさえこんなこと主張してない気がするんですけどね。あれ、給付付き税額控除はマイナンバーカード所持必須になってるシステムでしたっけ？あれ、それはちょっとごめんなさい。確認してなかった。確認しときます。めちゃくちゃだ。って消費税率変えるのに1年かかるって言ってなかったですかいや、それ自体もおかしいんだよ。おかしいって言っちゃったらあれだけど、変なんですけど、いや、そもそもだからね、マクロ経済政策も何もクソもないじゃないですか。だから積極財政やるって言ってるのに、消費税率を柔軟に変えたりしたら、ね、それこそ明日の市場の動向さえ読めなくなってしまいますから、ダメですよね、そんなことしたら。経済市場がめちゃくちゃになるでしょ。いや、レジの回収に時間がかかるって言ってたのは何だったんですか。給付付き税額控除っていうのは一昨年の衆院選で立憲民主党が言ってて叩かれてませんでした。そうですよ。だから立憲が言ってすごい叩かれたのに、でもなんかいつの間にか自民党側がね、柔軟に取り入れますみたいなことになってたんですよ。ちなみに給付付き税額控除とマイナンバーカードなんですけど、まあ、所得や課税情報を、把握する必要があるんで、まあ、行政側としてはマイナンバー制度を活用する、仕組みになってます。まあ、そもそもね、立憲民主党はマイナンバーカード推進派ですので、ただそうなんですけれども、カードを持つこと自体は、まあ、法律上義務ではありませんし、カードがない場合は、申告自体を、通常の確定申告で対応したり、公金受取口座の登録がオンラインでできないので、窓口や郵送などで対応する必要があると、書いてますね。
だから、給付付き税額控除がもし実現する場合、アナログな仕組みでね、登録する必要はあると思うんですけど、マイナンバー嫌な方はね、アナログで登録されてる人多いと思うから、そこはね、ご高齢者の方とか手間だと思いますけれども、やるしかないのかなという気はします。そもそもマイナンバーに無理やりしろっていうのがおかしいんだけど、はい。そもそも民主党が考えてたマイナンバーシステムとね、今ちょっと違うものにね、変貌してしまっているので、私的にはね、マイナンバーカードはやめてほしいと思ってる方なんですけれども、はい。っていうことですね。後でリンク貼っておきます。書きまして時間稼ぎしてるだけではないでしょうか。なるほど。その可能性はあるから、だからね、新自由主義とはね、違う方向性にアベノミクス以降言ってることは事実ではあるんですけど、なんか思ってたんと違うって感じですね。私も含め大多数の国民はマクロ経済よりもスーパーの値札の方が気がかりですからね。マクロ経済の困難がどう実生活に影響しているかを噛み砕いて説明しないといけない。そうですね。それはやっぱりマムダニさんも言ってたことですけど、スーパーの値札しか我々見えないんだから、スーパーの値札をもとに政治家を説明する必要があるって、マムダニは言って勝ったわけですけど、ただね、ニューヨークシティの内部であったら、それも言えるかもしれないけど、日本国全部だとかだと、やっぱりちょっと厳しいは厳しいですよね。いや、そうですよ。だって、立憲民主党もそうだし、共産党もそうですけど、だって自民党さんはね、正直申し訳ないけど腹立つのはね、我々の政策をパクるんですよ、すぐ。だから、共産党が言ってるから良くないとか、立憲が言ってるから良くないってこと最初言うじゃないですか。最初言うのに、数年経ってから、こっちの政策をパクって、素晴らしいみたいなことを言うわけですよ。で、そうなると自民党がやるとみんな受け入れるという。いや給付付き税額控除はね、いいアイディアなのでやるべきだと私は思ってますけど、はい。全部自民党の政策ですって言って、共産党の政策を並べると、共産党の支持率が 60% を超えるみたいな、面白実験も前にあったんですけど、いかにね、やっぱり立憲はともかく、やっぱり共産党さんはもう名前だけで嫌われてしまってるっていうのはありますよね。はい。姉はさん、ここからです。青山茂春が YouTube 動画の中で消費税率を細かく変更すればいいと思ったのを勉強したのかもしれない。そんなこと言ってたんだ。ありがとうございます。青山茂春情報だった。いや、でも青山さんはそんな意味で言ってたの？食料品とか、なんでしょう、特定品目に関して贅沢品だけ 20% の税率にするとか、そういう意味で言ってたんじゃないんですか？高市さん多分分かってないよ、この言い方知ってると。はい。実際党の名前で伏せて政策だけ見せたら共産党が利益になるんですよね。そうなんですよ。みんな共産党を支持するんですよ。政策だけ見たら。はい。それがおかしいんだけどね。はい。共産主義が本来どんな制度なのかも理解されてないですからね。そうですね。なんとなく全体主義的な何かだと思われて、やっぱりそこが忌避されてる原因ですけど、そうじゃないですからね。はい。なかなかやっぱり今中国があのようになってしまうと伝わりにくいのかなという気がします。はい。ちゅうことで、高市さんの話してきたんですが、最後にちょっと賑わせてるニュースがあるので取り上げたいんですけど、下水処理が人口減地域では家庭ごとにという日経新聞がなんか肯定的にこれ取り上げてるんですけど、代わりに浄水槽を整備することなどを条件に住民同意がなくても市町村が下水道の廃止区域や時期を決められるように法改正を行う予定であると。ちょっと待って、逆じゃないのかと。浄水槽を下水に変更するをスムーズにするための法改正だったら理解できるんですけど、下水が通ってるものを浄水槽に変更する法改正すんのっていう。国土交通省なんですけどね、高市さん本人じゃなくて、人口減少地域の下水道を廃止し、各家庭の浄化槽による個別処理に転換できるように、したいと、廃止する際の手続きを明確にし、自治体の判断をサービスを縮小することにより、下水道経営の持続性を確保する、特別国会に下水道法などの改正案を提出し、2026年内の施行を見込む。今年かよっていう感じなんですが、早くないですか？改正案はすでに
に下水道が整備された地域で処理場と各家庭を結ぶ管路を廃止縮小するということで、もう下水をもうインフラ維持する気ないんだ国土交通省はっていや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 、ちょっと官僚の人たちこれ誰も止めなかったんですかね、これ。だって、まあ、自民党のなんか新人議員とかが、いや、悪いけど、なんか突然こういう案を言ってきたら、お前何言ってんだよで済ますところなんですけど、そうじゃなくて、国土交通省が、人口減少地域の下水道は維持できませんから廃止しましょうみたいなことを言って国会に提出しようとしているっていう。そんな日本がさらに貧困化するようなこと言っていいんですかね。はい。まあ、中国がまあそもそもね、社会主義に見えないっていうのも問題ですよね。はい。まあそう、だから立憲は立憲だから嫌われてたのに、中道になったから余計嫌われたわけですよね。そこは本当戦略ミスだと思いますよ。はい。ちょっと前にうちのあたり下水道が通ったのに、アメリカに貢ぐ金を日本のインフラ整備に当ててくれ。公共の破壊はもろ新自由主義で。ないわ。前に山添議員の切り抜きで共産主義というと中国や北朝鮮のイメージと言われて全然違うと言った後言葉に詰まったところだけを切り抜いた悪質なものがありました。ああ、そうなんだ。でもね、やっぱりそういう風に言われちゃうんですよね。まあ中国のイメージが悪いからですけれども。下水道管の老朽化が進んで回収する金が浮くとでも思ってんですかね。いやでもこれ本当にまずいですよ。だから地方の見捨てるというか、だから切り捨てでしょ。下水インフラの拡張維持努力終了のお知らせ、浄化槽に戻すってよ、そのうち汲み取りまで戻るだろ。これは驚いたわ、さすがにっていうですね。何やら下水道を廃止してボットン便所の時代に戻そうとしている我が国はハイテクやら何やら語れるような理知を備えているわけがないんじゃないでしょうか。ドローンの技術を他国に置いてけぼり出し台湾有事をほのめかしつつその武器の材料を中国から輸入していますよ。現にレアアースを安心と言いながら結果はご存知の通りだし第二次世界大戦の愚行が繰り返されるのではないでしょうかと。だからまあ中国の件もそうだけども、だから武器を作るって言いながらそのね原材料を中国に頼ってるとか、まあ下水道をね、だから人口減地域を維持するために下水処理をやめるとかなんかやってることがあべこべですよね。そうじゃないだろって、下水インフラを拡充しようよっていうまあ話なんですけど、あんまりもう地方だとね、だから、民営化を進められそうにもないようなね、人口減少地域については、本当にインフラをね、維持する努力もやめてしまうのかなという感じがします。水は日本の誇りと言ってるような人たちはちゃんと抗議するのだろうかですね。浄化槽の利用料が取られるようになるんですかね。メンテナンスが大変とか多分そういう理由じゃないでしょうか。道路に大穴開いてトラック転落した事件。まあそうですね。あれも埼玉県にありますもんね。そもそも本当の理由以外の共産主義が実現されたことはないんですよね。そう。だからそれがやっぱ皆さん分かってないとこですよね。ソ連が共産主義だと思われてますからね。うん。民主党政権のでも事業仕分けってそこまで公共事業で、イメージだとなんかあれで全て公共事業が廃止されたような感じがしますけど、そこまででもないらしいですよ。はい。烏山事件の敗戦の危機と似ている気がすると。うん。まあ、ただね、民主党も含めて、その新自由主義的なこういうナラティブから逃れられなかったっていうのは一面では事実でしょうね。なんかその当時はね、こういうことをすれば、その無駄が浮いて良くなるっていうふうに思われてた時期があったじゃないですか。はい。だけどまあ自民党も含めてですけれども、そういうことやってもうまくいかないどころか、まあ結局ね公共事業投資を、の予算配分を減らしたらですね、国全体がだんだん貧乏になっていきましたよね。やっぱり小泉時代から2015年ぐらいまでのまあアベノミクスもアベノミクスで大変問題がありましたけども、までの政策ってやっぱりいろんな意味で問題ありましたよね。はい。ですね。あと、まあ民主党政権がね、3年ぐらいで終わっちゃったので、八つ葉ダムとかはね、普通に再開されて2020年に、まあ反対運動とかもあったんですけども、廃止されずに完成したりしましたね。はい。ですね。衛生面とか
でないといいことないのに、本当。だからね、そう、衛星とかね、衛星とか保険とかがね、自慢なのにね、やっぱりそういうインフラを崩してしまったらね、いいとこがなくなっちゃいますよね。うん。そうですね、小泉政権からやっぱり公共事業の打ち切りがね、顕著に見られるっていうのは実際データでも証明されてたはずです。まあ、そりゃそうだよなという感じですよね。小泉が元凶ですから。まあ、あの人の時代から、まあ、やっぱり自民党自体が変質し、まあ、民主党もそれに引っ張られた感じですよね。何度かこれでも話題に挙げられたゆる学ラジオですが、南京ゆる学とカフェオープンマイクという分岐チャンネルにて、顔出ししてない保守思想と思われる2人がスパイ防止を解説するシリーズが始まりました。共産主義者は逮捕されるべきだしダメだろうって。そんなことやってんですか？ってそんな、だって割とリベラルな人たちでしたよね。いや、ちょっと怖いですね。我が居住区は未だ下水道ちゃんとしてないし、我が家に買ったってはまだ汲み取り式なんですが、危ないですよ、汲み取り式。物落ちたら取れませんし、子供が落ちようも。そうですね、まあ衛生的にも危ないし、まあね、実際危険なので、やっぱりできるだけね、なんだろう、ね、下水式に直すべきですよね。はい。小泉以降の自民党や維新の方が極左極左っていうかね、折り目っすよね。はい。そうですね。まあ中国からの金融措置はね、迂回輸入するなり何かコストかけててもやっぱり中国したいっていうのは事実なんでしょうね。はい。やっぱり小泉のね、から、まあ、かなり転換してるみたいですね。今ちょっと調べてみましたけど、政策転換点がやっぱり2001年だと。内閣府分析は、公共投資の方針転換が2001年の骨太の方針ではっきりと転換されたと示しており、2001年末の予算編成方針で公共投資関係費を 10% 削減、それが数%ずつ削減が続いたということでですね、まとめられてますね。まあそりゃそうだよな。小泉ですよ、言い出したのはやっぱり。まあ何もかも小泉と竹中が悪いとは言わないですけれども、やっぱり彼らがね、最初ですよね。そういうこと言い始めたのって。だからまあ中曽根の時代からね、少しずつ新自由主義っていうのを進んでいったわけですけど、やっぱり小泉政権の人気にあやかってですね、そういう政策がガーンと進められたっていうのが2000年ぐらいだったのかなという気がしますね。ちなみに北海道の減少率 20% 以上。そりゃ貧乏になるよな。はい。なので、公共投資削減のやっぱりデータがいろいろ内閣府の方にはあるみたいですね。とで確認しております。ゆる言工学は堀本氏が割とネオリベっぽいし、ロスバードが設立に関わったリバタリアン系のシンクタンクの系統研究所の本が書いた資本主義万歳なる本を絶賛していました。あ、そうなんだ。いやー、まあ、社民党さんはな、ほんとなんか頑張ってほしいんだけど、ちょっと今、難しい状況になってますので、ちょっとその話もしますか、最後に。社民党さんなんですけどですね、大椿優子さんが、副党首をお辞めになられるそうです。1月27日、衆院選第一声における沖縄2区に関する私の発言、まあ、これ社民党批判です。はい。まあ、取り上げませんが、社民党全国連合常任幹事会から謝罪と撤回するよう求められました。ご指摘は真摯に受け止めお詫びするとともに責任を取って副党首を辞することを決意し、本日、辞任届を提出しました。この間、副党首として活躍の場を与えていただき、様々な経験をさせていただいたことに心から感謝申し上げますと。いうことで、まあ皆さん知ってることだと思うんですけど、沖縄2区でですね、まあ社民党候補と中道候補が争った挙句、どっちも落選するという、まあちょっと最悪ムーブをやらかしてしまったので、まあ沖縄社民党さんが悪いと思うけど、まあ社民党の大きな基盤である、まあ沖縄を事実上失ってしまい、まあお椿優子さんがですね、副党首をお辞めになるということになってしまったので、いよいよまずいなという気がしますね。ちょっと沖縄での件をやっぱり総括できないとなると、まあ前から危機的状況ですけどね、さらに危機的状況になるのかなという気はします。なんかな、頑張ってほしいんだけどなんでよりによって沖縄でやってしまうのか。まあ沖縄ってずっとね、社民党の大きな基盤だったので、まあ、そこの人たちが離れたっていうのはやっぱり想像以上に大きいんじゃないかなというふうには思いますね。
堀本さんは大学時代はマルクスに影響を受けてた。そうなんですか？なんか右と左の両方の情報が出てくるな。はい。ネオリベは左翼やアナーキストからの転向組。まあそうでしょうね。もともとやっぱりその左派だったけど、そのネオリベになったっていう、まあ竹中平蔵みたいな人がすごく多かったから、まあ現在みたいになったのかなという感じですよね。なるほど。だからな、本当はだからその社民党さんってだから思想的に評価ちゃんとされてほしいし、言ってること正しいから、なんかね、なんとかしてほしいんですけど、ちょっと今難しい状況になってしまってますよね。ネオコンはトロッキストからの、転校組でしたしね、というですね。本当だ、なんか変なチャンネル出してるね。ゆるガクトカフェオープンマイク、ゆるガクトカフェの、スタジオで撮られた、おしゃべりを立ち聞きで、収録みたいなことが書いてますけれども、なんか不穏なサムネがいろいろ並んでるな。これは何なんでしょうね。サブチャンネルみたいな扱いなんですかね。はい。なんか AI 画像で書いてるし、実はあなたはスパイ防止法の協力者になっているかもっていう。まあでも全然再生されてないな。まあ今のところ特に影響力はあまりないのかな。なんかこれが主流にならないでほしいですけどね。なんでスパイをこすってるんだろう。日本の野党勢力はドイツ SPD を見習ってもう少し戦略的に立ち回ってほしい。まあ SPD も今ね、いろいろあって分けちゃいましたけどね。でもなんだかんだ言ってしぶとく生き残ってるのは強いだと思いますよね。はい。ということですね。なのでですね、まあいろいろな問題がやっぱり今噴出してるわけですけど、最後にね、今ですね、まあ先日の配信でも言ったんですけど、まあ、草の根のね、ヘイト反対ですとか、まあ、政権反対みたいなのが少しずつ広まってる様子があるので、ちょっとそれをまた取り上げて終わりにしたいと思うんですが、横浜にもヘイト禁止条例、市民組織を立ち上げ、障害者団体などを幅広く連携ということで、横浜市の外国人支援団体や人権団体が外国人への差別や排外主義を煽る動きに対抗しようと、市民組織差別排外主義を許さないネットワーク横浜を立ち上げ、障害者団体にも幅広く連携し、ヘイトスピーチ禁止条例の制定を市に求めていくということで、ブラック解放同盟の連合会や、在日外国人教育相談センターなど、計11団体が名を連ねたということで、やっぱり参政党が出てきてからですね、本当に脅威に感じてらっしゃる人が多いんだと思います。まあ当然ですけどね。なのでね、やっぱり政権そのものに期待できないってなると、ヘイト禁止法を市レベルとか行政レベル、自治体レベルでですね、少しずつ制定させていって、国自体にですね、認めさせるっていう動きが本当は必要なのかなという気はします。まあ本当はね、だから同性婚も、全然その事実上役には立たないし象徴的な意味しかないけれども、パートナーシップ制度がね、全国に今広まってるわけじゃないですか。だからパートナーシップが広まったおかげで、同性婚容認派の人たちが6割を超えてるわけですよ。だから、本当はね、マジョリティ側が容認しなきゃいけないのおかしいんだけど、実際ね、政策としてやろうとすればできるのに、まあ今ね、自民党が超多数派になっちゃったからできないわけですけども、やっぱりそういう動きをね、少しずつ進めていかないと、まあ政権交代も夢のまた夢ですし、まあ社会は変わらないので、まあ、こういった動きをね、少しずつ進めていくことが本当大事かなと思います。失礼しました。現在はラザール CC の秘書をされている西尾慶吾さん、優秀な若者なので活躍してほしいです。そうですね。落選しちゃったの残念でしたけどね、西尾さんすごいですよね。だけど、どうなるんだろうな。ラザールさんが副党首になるのかな。堀本氏は大学時代マルクスに影響を受けて脱資本主義に傾倒した結果、都市から離れて資本となるべく距離を取り生活していたみたいです。村づくりとかもそういう一環なのかなというふうに思います。そうなんだ。なんか一筋縄ではいかない人ですね。ありがとうございます。はい。ちょっとゆる言語学ラジオあんまり詳しくないのですみません。適当なこと言ってたら申し訳なかったんですけど。はい。ちょっと後でチェックしておきますね。
ブラック解放同盟に関しては、だからその自民党にね、野中さんとかがいた時はですね、だから割と保守寄りの人たちもいて、それに反対する共産党さんとかで、共産党さんと連携しているブラック差別反対団体とかがいてっていう、ことは事実としてあって、その保守寄り右翼寄りの人たちの中にヤクザみたいな人たちがいたっていうのは事実では、歴史的な事実ではあるんですけれども、それとね、利権があるかどうかは話が別で、現在はそういうものはないと思います。はい。あとですね、憲法9条を壊すな実行委員会というものが、今日行われてたんですけれども、どういうふうになるのかなということで、27日に集まるということでですね、平日今日、どれぐらい集まるのかなと思ったんですが、なんかすごい人だったみたいですね。4000人近く集まったのではないかということで言われております。すごいですよね。これは本当にすごい。いや、正直私も、確かに、いつもね、SNS ではこういう動きって盛り上がってるし、私もエコチェンの中にいるので、皆さんね、でも行かれてるって、素晴らしいなというふうにしか眺めて見てるだけなんですけれども、正直ね、これだけ集まったっていうのはすごいいいなと思います。まだね、ちょっと希望の光が見えてきたなという感じがしますね。ただもちろんね、数万人とかそういう規模ではないですし、日本ってそもそもね、デモがすごく少ない国なので、なんかね、ここも集会で広場で集める場所がそもそも国会の前にないので、細長くこうやって並ぶっていうしかなかったわけで、全体像がね、なかなか把握できないような状況ではあるんですけど、それでもこれだけの人が集まってるっていうのはね、素晴らしいなと思います。はい。3600人だったんですね。ありがとうございます。私もさすがに現地には行けなかったので、ツイッターのハッシュタグ地下応援してましたというですね。やっぱりそれも大事ですよね。エコーチェンバーって言ってもね、やっぱり数万人はいるからね。だから、東京だけでね、どれぐらい結集できるのかという話ではあったんですけど、いろんなところから応援に来た人たちも含めてですね、はい。やっぱりですね、現在のですね、国会では納得いってないという方がこれだけいると思いますので、はい。その意見をね、本当は受け止めてほしいんですけど、はい。国民会議とかをやってる限りは、だんだんこういう不満が蓄積していくんではないかなと思っております。はい。でですね、あと、海外の動きで言えば、イギリスのやつね、キール・スターマーさんという人がなんか、エプスタインとかいろんな問題があって風前の灯火になっておりまして、今支持率で極右のリフォーム UK に完敗して3位なんですけど、1位が何かになってるかっていうと、緑の党、緑の党ってグリーン党っていうですね、一番左寄りの政党が、あるんですけれども、1位がですね、緑の党なんですよ。補選、予備選で緑の党がリフォーム UK に勝利し、与党の労働党が第3位、ということで、ファシズム台頭を止められないというのは中道政党の言い訳でしかないということの証明です。有権者の受け以下ですら、中道政党の無能さを隠すためのガセだと言っていいかもってそんな中道さんを刺さないでくださいという感じで厳しいんですがでもね、これですよね。やっぱりね、なんだかんだ言ってね、左翼需要あるんですよ。少なくともイギリスは。イギリスはあるし、今先ほどね、おっしゃってる方いましたけど、やっぱり社民主義政党のね、需要ってね、常に日本とかで、いろんな国であるはずなんで、だからその需要の掘り起こしをやっぱりできてないというか、今どこも受け皿になってるところがないじゃないですか。でもいざ受け皿になるところができたら、もしかしたらそこって爆発的に伸びる可能性、まだポテンシャルはありますよね。だからなんとかしてくれないかなという感じがするんですけど、せめてね、パレスチナ連帯とかを前面に押し出す政党が欲しいし、そういう政党がね、やっぱり草の根で盛り上がってほしいですよね。保守的で言われるね、イギリスでもね、これぐらいできるんだから、なんとかなるって少なくとも地方議会レベルではですね、こういった動きもあるわけだし、日本でもね、左派政党が勝てる余地はまだあるんじゃないかなと思います。
そうですね。いや、翻って日本のね、今の状況を考えちゃうんですけど、悲しくなってしまうんですけれども、はい。でもね、やっぱり共産党さんが伸びないのはね、イメージの悪さが原因になってるところ、ネックになってるところが大きいと思うので、まあ、こういう政党がね、できて伸びて、大衆的な人気になって、ですね、一緒に連立組むみたいなことになれば、全然ね、話が変わってきますよね。はい。だからですね、こういう動きがちょっとずつでも進んでくれればいいなと思ってます。あと、起き上がれないぐらいひどいうつや PTSD なのに、デモに行って即興でスピーチしたり、必死に絵を描いて刺繍アクセサリーやシルクスクリーンをしていることを友人におかしいと言われます。でも戦争が怖いからここまでするんです。それは真面目や優しさものみたいなものとは全然違います。学んだ歴史から本当に怖いのですと。迫り来る恐怖に対して、好きなことで抵抗しているんですと、ずっとパレスチナ連帯を叫んでる縫い針さんですけど、だからな、こういう方も多いと思うんですよね。なんて言うんですかね、具体的な恐怖ではないかもしれないですけれども、やっぱりデモとかね、で自己表現しておかないといざ何かが起きた時にですね、ないものとしてその意見がやっぱり少数派で、誰も支持されてないし、そんな意見はないっていう風に扱われがちなので、そうじゃなくて自己表示して意見表示してですね、実際社会に受け入れられるかどうかは別としてもですね、政府に伝わるような分かりやすいやり方で言っていくっていうことはとても大事じゃないかなというふうに思いますね。はい。いやー、暴動とデモ一緒にしちゃいけないし、やっぱりデモでね、社会が大きく変わるのは当然じゃないですか。ウクライナのオレンジ革命は最高でしたよね。あれなんか CIA のね、なんか工作だっていう親ロ派の人がいっぱいいますけれどもね、冗談言うなって感じですよね。はい。やっぱオレンジ革命があるから、今のウクライナがありますしね。はい。だからね、日本はやっぱりもうちょっとね、デモに対する偏見をね、なんとかしてほしいですよね。だから広場とか集会でやっぱり集まる習慣自体がもうなくなっちゃってるから、なかなか難しいっていうのはわかるんですけど、でもやっぱり人がこうやって集まって意思表示しないとね、政府からはなかったものと思われちゃいますからね。うん。プラントノーバディさん、コカラスです。プラントさん、コカラスです。でも社会を変えていこうというですね。はい。そうですね。水俣病だって市民運動がなければもみ消されていたでしょうしね。そうですね。そう、暴動とデモをやっぱ一緒にしちゃいけないと思います。で、なんだろう。もちろんね、デモをやってればね、暴動が起きることはフランスみたいに、フランスとかね、アメリカのようにあるはあるわけですけど、別にそれ自体が悪いわけじゃないし、リベラルデモクラシーっていうのをね、やっぱりちゃんと説明できてないっていうのがね、日本の人たちって左翼とリベラルの区別もつかないけど、リベラルとネオリベラルの区別もあまりついてないじゃないですか。竹中平蔵がリベラルっていうと信じちゃう人が結構いると思うので、それリベラルのイメージ悪いよなって思うんですけど、あれはリベラルじゃねえって、やっぱり言っていく必要があるんじゃないかなと思いますね。うん。そうですね。デモへの偏見や恐怖はまだまだあると思うので、楽しいイベントなんだよぐらいのイメージの打ち出し方した方がいいかもしれないですね。はい。もちろんね、恐怖への抵抗っていう面がデモって強いし、実際陰謀的な主張をしたりする、参政党みたいな連中もいるわけですから、一概にね、楽しいものっていうのは違いますけれども、でもね、やっぱりもうちょっと、参加のハードルをね、低くするっていうのは大事なことじゃないかなと思います。そうですね。もちろん差別的なデモはダメですね。はい。我が神戸市には団体運動の結果8時間労働を勝ち取った8時間労働記念碑があります。おー、素晴らしい。8時間労働記念碑はかっこいいっすね。これはすごいわ。そうですね。だから環境活動家の人たちのね、行動も、だから別にいつもトマト投げてるわけじゃないですからね、彼らなんて。クレタ・トゥンベリさんみたいなのが標準なわけでしょ。あれも悪魔化されてますよね。って思いますけどね。だからやっぱり右翼の人たちの宣伝のうまさもありますよね。なんで彼らってどうしこからああいう動画とか持ってくんだろうっていう感じで切り取って持ってくるわけだけど、なんか海外のそういうね、あたかもそういう環境活動家の人が悪さをしてるような、かのようなね、動画とかが多いわけですけれども、やっぱりそれは安易に信じてはいけないと思いますね。はい。
そうですね、ネオリベとリベラリズムっていう、なんか同じくリベラルってついてるの、そこもなんかイメージ問題ですよね。共産党、中国共産党と日本共産党に近い問題があると思うんですけど、だから一緒にしてほしくないっていう、全く違うものなんだけど、これが8時間労働の、モニュメントなんですね。素晴らしい。ありがとうございます。しかも川崎重工に対抗したんだ。すごいな。ありがとうございます。デモと暴動は違いますからね。そう、それなりになのにイコールにしてそうですね。市民の声を潰そうとするには対抗しなきゃいけませんね。暖かくなってきたので近くにデモがあったら行ってみようと思います。現在はせいぜいオンライン署名するしかやってませんということで、もちろんね、署名運動は大事なんですけど、署名だけだとね、やっぱり世の中動かないっていうこともありますので、概要欄に書いてますが、ぜひ、茨城県及び茨城県警に対するですね、抗議をやってください。よろしくお願いします。パブリックコメントを募集してますし、メールで打ってもいいし、もちろん署名もありますんで、ぜひともですね、大井川をなんとかしましょう。はい。ということでですね、いろんな動きでね、やっぱり民主的に活動していくのが大事かなと思いますね。はい。冷戦によって崩壊したのはね、実際はスターリニズムであって社会主義ではないんですけどね。でもその理解はやっぱり世界中で広がっちゃったと思いますよね。だからアメリカがあれだけ調子に乗ったわけでね。でもやっぱりその物語が少しずつ変わってるっていうのを理解しなきゃいけないかなと思いますし、マムダニさんなんかはね、社会主義者って言ってニューヨークで市長になっちゃったわけですからね。だいぶアメリカも変わってますよね。うん。うちの親は独身時代に無届けデモに参加して逮捕されたという過去には、昭和30年ぐらい。すごいな。ありがとうございます。活動家だったんですね。うん。でも暴動とかね、暴力が起きるっていうのはね、社会の問題が表面化してるだけですからね。もちろんその虐殺とかね、悲劇がたくさんあったわけですけれども、戦前も。でもそれもね、やっぱり社会的なそういう差別、だからこういう通報制度とかやったら本当にね、虐殺とか、その暴行とか起きかねないですから、本当に危険ですよね。だからこういう動きをやっぱり事前に止めておくのが必要かなと思いますね。うん。川口市のごちゃ混ぜデモの動画を見て勇気をもらいました。なるほど。ありがとうございます。あれも良かったですね。いろんなミックスルーツの人とかね、いろんなルーツの人とか合同してデモしてたの良かったですよね。そうですね。なんかソ連が倒れたこと自体はあれだとしても、スターリニズムが終わったのは良かったとしても、でも結局それで資本主義者の人たちが調子に乗りに乗った結果が今ですからね。はい。やっぱりそれはそれはそれで間違った方向性でしたよね。で、結局中国がああいう風になってしまったわけですからね。はい。うん。そうですね。座り込みだったりデモ行進みたいなね、平和的なね、やっぱり運動がまず大事ですよ。はい。大事ですね。アメリカではポリティコンというエンターテインメント的な大きな政治イベントがありますが、政治がエンターテインメント的に学べたり、人が集まれるイベントや環境づくりもデモの危機感の経験につながるかなと思います。そうですね。なんかね、なんか参政党はね、マーケティング政治やみたいな偉そうなこと言ってますけれどもあれはなんかマルチみたいな手法を使ってるから、そうじゃないんだよなそうじゃなくて、やっぱりみんなで楽しくやるっていうで、それで商業的なものではないっていうところが大事、ミソだと思うので、そういうものをね、やっぱり広く伝えていくね、手段が必要かなと思いますね。はい。ですね。なので私も、なんかね、でも行けたり行けなかったりなんですが、はい、今後も頑張って活動を続けて、オンラインでもね、デモの情報とか取り上げたりとか、皆さんでね、こうやって定期的にお話ししたりね、喋れる機会を作っていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価と引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よし、なんとなくまとまったのでということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。いやそうですね。80年代以降ね、新自由主義の嵐が吹き荒れて、結局それに世界が負けてしまったような今状況になってますけれども、トランプまで行っちゃいましたからね。だけどやっぱり、ね、先ほど言ったように違う動きもね、それぞれの国で出てきてるわけですから、やっぱりこのままね、みんなね、ハビエル未来みたいになっちゃったら地獄かもしれないですけど、そうならないように頑張る必要がありますよね。
そうですね、民主主義に乾杯ということで、で、明日の配信なんですけれども、はい、お待たせいたしました。と花風花さんとですね、スカーレッタ・クローワルツの新作ゲーム実況を、21時からやろうと思います。ビホルダー、というゲームをですね、マンションの監視をするという、なんかすごいスターリン的なまた、ゲームに挑戦しようと思いますので、よかったらですね、皆さんも明日9時からやりますので、チェックしてみてください。はい、シャビ主義に幸あればありがとうございます。ということでですね、引き続き配信の方は、そうです。なんかまたね、囚人監視みたいな、ちょっと内容なんですけれども、なんかね、でもすごく内容的には面白そうなゲームなので、まあ、私たちなりに批判しながらね、ちょっとやっていこうかなというふうに思っています。ビバ民主主義と言いながらね、なんかすごい全体主義のゲームをやるっていうあれなんですが、頑張っていこうと思います。楽しそうということで、よかったら21時からやりますので、遊びにまた来てください。あとですね、先ほど、最初の、配信の最初にも言いましたけど、先行のハサウェイの感想とかノートに書いてますので、興味ある人は、ぜひチェックしてください。あと、茨城県警の講義、リンクもよかったらチェックしてみてください。あとはですね、もしかしたら日曜日に何かしらの動画などが、出現するかもしれませんが、まあ、期待しないでお待ちしててください。そう言ってて、私なんかいつもノートとか更新するの遅くなってて申し訳ございません。まあ、3月もね、ぼちぼち頑張っていこうと思いますので、皆さんも、ご協力、ですね、ご体調等にお気をつけて、よかったら、引き続き応援していただけると嬉しいです。ノートフォローしました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら、セイハサの、感想等を読んでみてください。はい。ゴブリさん、お疲れ様です。戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対しますと。ありがとうございます。先行のハサウェイで、いや、ちょっとね、左翼的にはちょっと微妙な内容でしたね。映画としてはめっちゃ面白かったんですけどね。まあ、それは感想を読んでいただければどういう意味で言ってるかわかります。はい。ということでですね。もうじゅさん、コンカラスです。ありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。ということで、明日9時からのゲーム配信もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。